お待たせいたしております。タカでございます。大丈夫でしょうか？ちゃんと聞こえてますでしょうか？ちょっとね、いろいろ失礼、セッティング上でですね、バタバタしてしまいまして、編集とかではなくね、その使ってる機器のソフトウェアのアップデートがあって、そのせいでですね、今まで動いてたものが動かなくなってしまったのを、もうかなり長時間かけて、復帰させたはずなんですけど、今日、配信のね、準備をしてたら、立ち上げた時にまた動かなくなってて、てんやわんやでございます。なんとか配信オンタイムにこじつけましたが、この先どうなるかわかりません。そんな感じですが、本日一番レオナさん、こんばんはでございます。サイクさんこんばんはでございます。ショーマネキさん、ただいまでございます。あやかさんこんばんはでございます。森さんこんばんはでございます。ゆなみさんこんばんはでございます。レニさんこんばんはでございます。みかんさんこんばんはでございます。CCA さんこんばんはでございます。ドラミさんこんばんはでございます。仲間ゆさんこんばんはでございます。お茶さんこんばんはでございます。お疲れ様でございます。かすみさんこんばんはでございます。ワイワイワイさんこんばんはでございます。ジャックさんこんばんはでございます。サワさんこんばんはでございます。メタルキャットさんこんばんはでございます。ただいまでございます。トコさんこんばんはでございます。山田さんこんばんはでございます。すいません、ありがとうございます。すいません。いや、こちらこそいつもありがとうございます。山田さんまでは言ったかな。姫宮さくらさん、こんばんはでございます。10日にわたるガルさん、中国語お疲れ様でした。ありがとうございます。ガテラルくんさん、こんばんはでございます。ひとみさん、こんばんはでございます。ちみさん、こんばんはでございます。あきねさん、こんばんはでございます。中国ツアー、はい、お疲れ様でございました。これは何？アンビバレントさん、こんばんはでございます。ファイアウッドさん、こんばんはでございます。ちいさん、こんばんはでございます。中国公演行ってまいりました。ステゴマさん、こんばんはでございます。ちびちびルルピさん、こんばんはでございます。お疲れ様でございます。みかんちゃんさん、こんばんはでございます。ママさん、こんばんはでございます。ぶんさん、こんばんはでございます。お疲れ様でございます。ももたまさん、お待ちいただいてましたか？ありがとうございます。ただいまでございます。ごまさん、こんばんはでございます。レイジーさん、こんばんはでございます。X さん、こんばんはでございます。聞こえていますかね？はい。すいません。ありがとうございます。レイジーさん。アルトさん、こんばんはでございます。ミッチーさん、こんばんはでございます。まさみさん、こんばんはでございます。ゆうさん、こんばんはでございます。お疲れ様でございました。バシーさん、こんばんはでございます。今に私を撃墜しているということを聞いたら平和が終わってしまう前に一日でも多く発生してください。そうですね。政治にどうしてもね、国民は翻弄されてしまいますけれども、なんだろう。言ってもね、私たちが今回、なんだろう、変わった人たちっていうのは、ガルファン、メタルファンだからっていうのもありますけど、全然そういう壁も感じることなく、楽しく過ごしておりましたよ。水沢さん、こんばんはでございます。ただいまでございます。ヨさん、こんばんはですでございます。ポガラさん、こんばんはでございます。水沢さん、こんばんはでございます。ただいまでございます。甘いものはね、もちろん口にしましたよ。速攻で食いましたよ。今日も食べますけど。ゆのはさんこんばんはでございます。メタルさんこんばんはでございます。お疲れ様でございました。あんこさんでいいのかな？あんこさん、毎度でございます。やっとこれだ。リアルタイムが無理であれば、全然アーカイブでも大丈夫ですよ。M さんこんばんはでございます。YTR334 さんこんばんはでございます。親切な人たちが良かったです。基本的にね、中国の方、皆さん親切なんですよ。文化背景が違っていろいろね、考え方とか価値観とか、違うでしょうけど、基本的に、どの国行ってもそうですけど、皆さん親切な方が多いです。みゆきさんだったんですね、あんこさん。ぼちぼち直しますってね、何を直すの？あなた体調悪かったのかな？さて、追いつきましたね。追いつきましたので、今日はね、ほんとサクサクいかないと永遠に終わらなさそうなので、始めていきたいと思います。もう何回目かはもう今回はね、スペシャルなんで、どうでもいいでしょう。忘れてるだけなんですけど。134回目の、3時間スペシャル
キャスネリスタートでございます。改めましてこんばんはでございます。ガルネリウスのタカでございます。なんかね、こういうオープニングとかそういう余計なことをするからね、編集に追われるわけですよ、私はね。何やってんだよって感じですけど。少しでもですね、3時間すいません、ありがとうございます。3時間スペシャルっぽく、ほんとすいません、まだ何もしてないのでありがとうございます。しようと頑張ってみました。ただですね、オープニング作ったところで力尽きてるので、このメインの画面には何もないです。はい、すいません。もう、はい、こんな感じでね、ちょっとステレオタイプな、なんか中国のイメージになってしまったかと思うので、いろんな方に怒られそうですけれども、そんな感じでございます。ちょっとね、なかなか、フリー素材を駆使しておりますので、ちょっとね、なんだよって思うかもしれないです。すいません、ありがとうございます。思うかもしれないんですけれども、ちょっとでもですね、みんながみんなね、その日本から中国に見に行くことはできませんので、少しでも中国を感じていただければというのと、あと、結構今回ミーグルでもね、前回もそうでしたけど、ミーグルで、現地のファンの方が配信楽しみにしてますとか言ってくれたので、なんか、より親近感が湧いてくれたらなと。怒られるかもしれないけど、あんなの中国じゃねえよと思われるかもしれないけど、ちょっとね、距離を縮まってもらえたかなっていう、そうだったら嬉しいなっていう感じでございます。はい。ちょっと待ってくださいね。もし、ちょっとね、今、アプリでコメントを見返してるんですけれども、挨拶できてない方いらっしゃらないですよね。毎回なんかね、亀さんこんばんはでございます。こんばんはでございます。途中参戦の方ね、どうも気づかない方が一人二人いらっしゃるので、本当申し訳ないです。特になんか調子乗って喋ってる時とかね、ついつい見落としちゃうんでね。はい。ちょっとですね、いろいろコメントすっ飛ばしちゃいますけれども、はい、改めまして、タカでございます。こちらね、マリコさんこんばんはでございます。配信を見に来られる方は、ほとんどの方がご存知ないと思うんですが、私実は、中国に行ってまいりまして、パチュワレさんこんばんはでございます。今までちょっとね、この配信を始めて4年 ?5 年かな経ってる中で、ずっと秘密にしておりましたが、実は私、メタルバンドに所属しておりまして、その某メタルバンドさんでですね、中国に行ってきたんですよ。皆さんには事前にもお知らせせず、何もひっそりと行ってきたので、知らない方がほとんどだと思うんですけれども、そちらのですね、中国行ってきましたよ。興味ないだろうけど、いろいろ写真とか動画を撮ってきたので、無理やり見せて共有させてやるっていうね、そういう、配信でございます。でね、なかなか、普段、私が普段何をしてるかっていうのは、誰にも語ってなかったので、なんだお前、メタルバンド所属してたのかよってね、思う方がほとんどだと思うんですけれども。言うてもね、私、下手、ね、舞台の下手側でぼーっと立ってるだけなので、特に何もしてないんですけれども。今回ですね、そんなボケをしてるからですね、終わらなくなるんだということなので、サクサクいきます。はい。サクサクいきます。今回、動画が2本、前編後編
と分かれております。で、スライドショーがですね、移動日、ライブの日、移動日、ライブの日っていうので分けて、最初に中国に向けての移動日。で、最後はその中国から日本に向けての移動日があるので、6箇所分の移動日とライブの日、プラス帰国日。で、全部で13個スライドショーがあります。果てしないでしょう。で、どういうふうに見せていこうかと思ったんですけれども、動画もですね、前編が約18分、後編に至っては32分、約32分ありますので、動画を全部見てから写真を見ると、前編のことを忘れるだろうと思うので、まず前編の動画を見ていただいて、そこから、画像で追って、前編分、3公演分ですね、を見ていただきます。で、そこから、ちょっと休憩といいますか、一旦動画、画像紹介をやめて、お花を摘みに行くなりですね、ご飯を炊きに行くなりですね、いろいろちょっと休憩タイムということでリラックスしていただいて、なんでしょうね、何度も言いますけど、アーカイブは残りますので、リアルタイムでね、ずっと見てられないって方はもう気軽に離脱していただいても、後々、アーカイブでゆっくりお時間があるときに見ていただいても構いませんし、リアルタイムで見たいけど、なんかお前の顔見てるとイライラしてきたから抜けるわっていうね、コミュ抜けるわっていう人はもういつでも気軽に抜けていただいても構いませんし、もういろいろね、クレームある方はね、他のメンバーに言っていただければ、いいと思います。そんな感じで、はい、もうサクサク言いますよ。はい。で、今日はもう完全ネタバレでございます。もう後出しじゃんけんなんかしません。はい。スイーツとともにですね、お送りしたいと思っております。皆様も何かしら食べるもの、飲み物を用意していただいて、見ていただければなと思うんです。まずは、無事、ガルネリウス中国ツアーが終わりましたということで、ゆきさんのパクリですが乾杯をしたいと思います。略のパクリでもあるね。私はいつものガルネリーマグカップになみなみと注いだコーヒーでございますが、お手元に飲み物、食べ物、液体物、固形物、廃棄物、何でも構いませんので、お手元にご用意ください。皆様のおかげで、ガルネリウス中国ツアーが無事終わりました。本当にありがとうございます。見に来てくれた方、遠くから応援してくださった方、無事帰りを無事帰ってくるように、見守ってくださった方々、本当にありがとうございます。ではお疲れ様でした。乾杯。コーヒーしみる。いやーもう本当に、皆様、くすもちで乾杯。食べ物で乾杯している人がいて、ちょっと安心。いやーもう本当に、色もケーキもありがとうございます。本当にありがとうございます。今日は、ローソンに、去年すみません、ありがとうございます。閉まったと思った、閉店したと思ったローソンが、新しくなって同じ場所に再オープンしてたローソンに行ってきまして、多分これがローソンなのかな。で、他は、今日はファミマでございます。セブンイレブンに行けなかったんで、ファミマと言ったらね、ショコラシリーズが新発売とかになっててね、いや、そら買うでしょっていうね。そらチョコ買うでしょって感じだったんですよ。で、チョコばっかりになっちゃうから、ちょっとファミマ行った後に、ローソンやってみようと思って、ローソン寄ったら、こちらはですね、ザ・アップル・クランブルというものですね。こういう、
でも本当だったらこれ字だよね。The Apple になるはずなんですけど、まあ何でもいいです。はい。The Apple Crumble、The Capitol Hotel 東急。これはアンリーさんなのかな、アンザットさんなのかな、シェフ監修だそうです。はい。アポーでございます。ジャイアント馬場でございます。まあこちらをね、ちょっと食しながら、動画を見ていただきたいと思います。で、ちょっとね、今回、まあ本当いろいろな不具合が重なったので、まあ動画流しますけど、もし音が聞こえないとか、いろいろなんか不具合等ありましたら、ちょっとコメントで早期に教えてください。基本、まあ、動画に集中していただきたいので、私は何も喋らない予定ではいるんですけれども、ちょっと何かあったら、都度、コメントください。そしたら、そのコメントをちょっと見逃さずに見て、そうなんだ、ふーんって思ってますんで。はい。こんな感じです。まず何から食おうかね。ローソンが一番近くにあるので明日買ってます。なんかね、まあ本当これ多分ローソンだと思うんだけど、うん。美味しそうでしょ、アポ。ちょっとね、アップルが置いといて、この冬ショコラからいってみましょうか。このさ、写真見てね、冬ショコラ、生チョコ仕立てって、なんかさ、こういうのが入ってんのかと思ったら、なんかプリンになってね、なんか、あれって、手に取ったはいいけど、なんか違うじゃんって、写真、みたいな感じになりながらも、生チョコ立てという言葉にちょっと惹かれてしまい、綺麗に撮れないんだよな、俺な。ちょっと待ってね。早く動画見たいでしょ。分かってますよ。分かってますよ。お前の顔なんて知らねえよっていう分かってますよ。みんながね、そういう思えば思うほど私はね、じらしたくなるんですよ。こんな感じでございます、中身。泥じゃないですよ、チョコですよ。です。先日のレア君配信で、いろいろもうネタバレはしてるはずなので、ってかしてるので、まあ私はもう気楽に、皆さんも次こう来るんでしょ、こうなんでしょ、こういうことがあったんでしょっていうのが、ね、分かってると思うので、皆さんも気楽に、もうなんなら、途中他の人の配信を見るなり、ゲームするなり、テレビドラマに移行するなり、お気軽に見てってください。こんな感じでございます。なんかやっぱカメラの色が悪いな。こんな色じゃないんだよ。モニター越しに見ると美味しそうじゃないんだけど。なんか泥っぽく見えるけど、濃厚ショコラでございます。いただきます。乾杯。おう、濃厚。これいいね。これ美味しい。なんか、チョコレートケーキのクリーム部分だけみたいな感じ。うーん。これ買ってよかった。めっちゃチョコケーキ感。プリンっていうよりもね、ほんとね、チョコレートケーキのクリーム部分をただひたすら食ってる感じ。やっぱチョコがうまい。うん。だからそんな感じなので、まず、BGM 止めます。汚いおさん消えます。美味しいもの消えます。ここからですね、まず前編動画約17分、18分近くあります。皆様、準備はよろしいでしょうか？今、ね、トイレ行きたい方、行ってください。行きたい方、その方が行ったかなと思ったら始めます。では、まずは、動画1、スタートです。
おおお疲れ様です。よろしくお願いします。あ、大丈夫です。波です。いやー、来るだけで疲れちゃう。なんか何年か前に村上君がちゃんとからぶら下げるのを最後にこう。いうかちょっと今言ったなアプロスの入り口の。まだ取れてなかった、まだ取れてなかった。これから、講習に向かいます。っていう。どこに使うんだろう、塩コショウ。そうですよね。そうするの。でもそれってあれもできるんですか？パソコンと。そうもう何これもう。皆さんこんばんはでございます。到着。出てから金賞さんこんばんはでございます。またあれですか、なんかダイジェストかなんかで使えるようにってことですか？今回は手配してないけど、携帯では撮りますけど。あんた映る方だよ。着いたらもちろんタバコを吸います。お疲れ様でございました。ハイスタンダード。あ、山さんのかな。はい。ホテルに移動します。住み込みもちろん私は手伝いません。ダルメリチーム移動開始です。お水も茶あるんです。それもある。あれもあるだよ。まあいいかな。
写真を撮るんですよね。一人一人。这个年小青年，我以前也在这边。跟我来这里被他是哪里？因为你都会在。上海出発です。ちなみに昨日のレア君の忘れ物動画は、もうすでに某 SNS にアップしました。早いですよ。眠そうな顔が。一言ありがとう。飛んでんじゃねえよ。ゆきさん、こけないでください。意外とは失礼です。初中国パーキングエリアです。到着。打ち上げ早い。だいぶ前の打ち上げ。中華料理屋に来てワクワクのレア君です。水蒸気かなんか何でもアンジャスト温めみたいな。これは覚えてる。めっちゃ覚えてる。現着。お。灰皿。前回灰皿なかったの？絶対弾けない人が楽器屋でいじってる。何か弾き語ってください。このままずっと走って Fly away。 終わりました。半音下げで半音下げでやってるわけです。失礼しました。ありがとうございます。スネアをください。
塩ですから動画にしました、ヒロッピーさんこんばんはでございます。画面酔いにご注意ください。何しとんねん。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。そのままなんかそのまま出てるみたいな感じがしました、良くも悪くももう僕なんかな。そうっすねゴール不然是不是？那我其他我其他都有实施。对的。都先上一个白饭嘛。有应该他只有菜饭，菜饭我们有点少。现在不看你菜饭。他只有菜饭。元気が一番強い元気が本当に昨日のやつは美味しいやつだ。有一个气死我。そう。大食いプラス早食いだったらいいんですけどね。请系好安全带。コランさんこんばんはでございます。系好安全带。向かいに向けて出発です。请系好安全带。安全带，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 请系好。麺が食べる。麺ですか。まだ麺を食べてない。わがままな子に育ちました。空気が全然違います。そんなん言うとあかんけど。移動開始です。当然私は手伝いません。倒れへんねんけど。その奥の豚ね、もう一個ある。フ
うわ。リナさん、こんばんはでございます。じゃあ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。どっかでアートボックスやしてない。かわいい、かわいい。だからレンタルはい、そんな感じでございました。いかがでしたでしょうか。はい。皆さんが動画を見てる間に私ちゃんと我慢して残しました、スイーツ。いやー、あんな感じでね、少し雰囲気が伝わっていただけたんじゃないかと思います。はい。ね、すいません、ありがとうございます。画像に行く前に、本当すみません、ありがとうございます。画像に行く前にですね、お花摘みに行く方は行ってください。ご飯炊きに行く方は行ってください。もう、すみません、ありがとうございます。まだ前半、あと写真もありますんでね。はい。こちら、ミルフィーユチョコケーキ。中に板チョコが入ってて美味しいです。チョコドームかなんか、ババロアっぽいやつ。で、ロールケーキ、アポーなんちゃら。どれも美味しかったです。はい。もう、とりあえずね、全部お前食ったのかよって言われちゃう前に、残しておきました。偉いでしょう。もうね、私ちゃんと我慢ができる子なんです。ということで、サクサクいきますよ。待ってっていう方は言ってください。これから怒涛のスライドショーが始まりますので、まず、いいですかね、大丈夫ですかね、待ってくれっていうことは言ってください。2秒待ちます。大丈夫ですか？もう、BGM はそのまま流しておきますけど、BGM が、邪魔っていう方は言ってください。じゃあそっちでミュートしてくださいって言いますんで。では、まずですね、画像なんですけれども、初日でございます。どうやら、成田空港までの電車、同じ電車だったみたいなんですね。降りて、結構早い段階で私目の前にレア君がいるのを気づいたんですけれども、他の人がいる手前ですね、そんなにこうカメラをずっと向けてられないので、ちょこちょこと写真動画を撮っていました。で、なんか、館内案内の図を見てたと思うんですけど、真剣にね、レア君。あの時、レア君は何か食べ物屋さんないかなと思って、真剣に見てたそうなんですよ。あまりにも真剣すぎて、私は真横にいて、カメラで撮ってるのに全く気づかないというね。本当に。日本だからって、無防備すぎるだろうっていう。ね、そんなレア君、スターバックスに行きました。チョコが落ちる。失礼。もう、なんかね、もう本当に今回のツアー、レア君といえば食べること。も
本当に音楽的なことは何も言わないのに、今日の昼なんでしょうね。あ、昼そうなんですね。じゃあ夜なんでしょうね。明日はどうなるんでしょうね。あれ食べたいですね。これ食べたいですね。っていう、本当に食べ物の話しかしてなかったです。多分、まだまだ食べ盛り成長途中なんでしょうね。来年頃には2メートルを超えてるんじゃないでしょうか。で、レイ君の小腹を満たした後ですね、合流地点に向かいました。で、今回、前回と同じですね、スタッフ。手前、左、帽子をかぶった方。これが PA の池田さんでございます。まだ20代だったっけな。一番若い、最年少、頼もしい PA でございます。もう、現地で孤軍奮闘してました。で、奥のテリーベア感があるスタッフが矢野さんでございます。テックの基本的に一人でステージ、テックを任して決まってますが、まあ、シーケンスだとかのポン出しも矢野さんがやってくれました。各機材のセッティングとかね、何かあった時に、ライブ中ステージで直してくれたりとかっていう。本当に頼もしいお二人でございます。で、今、これの写真何をしているかというとですね、中国に、CD、DVD を持っていこうということで、運営側が事前に現地に送ったんですけど、まとめて送ったもんだから、却下されてしまって送り返されたと。で、メンバー、スタッフそれぞれ小分けして手持ちで持ってけって言われて、当日の出発の日にですね、空港で分けてるところです。で、税関でね、入国審査の時に、聞かれたら、いや、これはギフトですって言い張れと。まあね、こっちの日本の商品を、中国に登録されてない日本の商品を勝手に売っちゃいけないからね、本当は。ね。そういう感じで持ってったわけです。まあ、結局、無事入国いたしまして、ありがたいことに持っていった CD、DVD、すべて完売したそうです。ありがとうございます。で、そうこうしているうちにメンバーが集まってきて、無事ですね。メンバー集合です。このリンゴのやつ美味しい。なんか、咀嚼音入ってたらすいませんね。はい。はい。お前の汚ねえ咀嚼音聞きたくねえよって方は言ってください。マイクオフにしますんで。で、毎回時間かかったり一悶着あるチェックインでございます。行き私は、22キロギリギリです。23キロまでなんですけど、ギリギリ。まあ、ベースの重さを考えるとギリギリじゃないんですけど、スーツケース1個で 22. なんだっけな。ギリギリでございます。でも、言い訳をすると、化粧品関係、化粧水だったり、シャンプーだったり、そういうのが10日分入ってるからなんですよ。でも、日々使うと、減っていくので、帰る頃にはおそらく21キロいくかいかないかぐらい、1キロ2キロは減ってるはずなんですよ。しかも私なんだっけ、いろいろね、他にも捨ててったものがあるので。秋音さん大丈夫ですよ。ちゃんと理解できてますよ。まあ、後半の時にちょっと言いますけど、いろいろ捨てました。はい。で、こんな感じでですね、ちょっと時間をかけつつも、
チェックインをいたしまして、もうこの時、集合時間が5時だったので、もう真っ暗ですよ。まあ、朝早くなくてよかったですけどね。で、飛行機乗る前に、日本最後のラス1一服です。もうね、なんか、もうすでにみんな顔疲れてるでしょ。でもね、去年行ったばかりだとはいえね、やっぱね、いろいろ、今回のツアーの工程もあったから、大丈夫かなってやっぱ不安がこの時多かったですね。いきなり連チャンでライブがあるし、気温がどうなるかも分かってなかったんで。こんな感じで待ちつつ飛行機に乗りました。シート前にね、モニターがあるんですけど、なぜか映るところ映らないところがあって、もう全く。これって課金なのかな？課金しないと映らないのかなと思ったりね。ヘッドセットを借りてね、なんか音楽でも聴こうと思ったんですけど、ヘッドセット挿してもならないし。いろいろ大変でした。池田さんはね、イケメンですよ。若くて、かっこいい。ね、あんなイケメンに私も生まれたかった。で、機内食。結構ね、機内食の鉄則じゃないけど、迷った場合は機内食はチキンを選べっていうのが昔から言われてるものなんですけど、まあそれはなぜかと言いますと、機内食の一番歴史が古いメニューっていうのはチキンなんですよ。まあ言ってみたら宗教的な理由でね、牛と豚っていうのは食べれない人がいるわけですよ。でも、言ってみたら、チキン、鳥をね、宗教的に禁止してるところってないから、鳥さえ出してれば大丈夫だったわけですよ。だからもう、機内食のメニューはチキンから始まってるんですね。まあ一時期フィッシュとかもありましたけど、まあ、そういうこともあって、チキンの機内食っていうのが歴史が長い分、味付けだったり料理が、他のメニューに比べて美味しいはずっていうね、まあ都市伝説じゃないけどそういうのがあるんですよ。迷った場合はチキンを選んでおくと失敗しないよっていうのが昔から言われているものですね。まあ言うてもね、機内食なんでさほどって感じです。でも、チキンよりどうしてもね、ビーフを頼んじゃうんですよね。まあそんないらない雑学言ってる間に着きました。もうなんかね、ちょうど私の後ろがね、なんか怖い輩が座ってたんでね、本当にね、生きた心地がしなかったです。各席にモニターついてるけど、使えるところはほとんどなかったです。あまりにも使える人が少なかったんで、これは本当に別料金なのかなって思うぐらいでした。本当、真相はわからないです。で、中国の空港はどこもでかいんですよ。ものすごくね。やっぱ土地が余ってるからか。移動が大変でした。人はあんまりいないのに、場所だけでかいっていう。ビーフめっちゃ胡椒効いてた。まあね、機内食っていうのは、気圧の関係上、人間の舌があまり効かなくなるんですよ。なので、地上で食うよりも味が濃いめに作ってあるんですけど、
そうしないとね、飛行機の中の高度で食べると、味覚がボケてるから、全く味がしなく感じちゃうんですね。その分、聞かせてるんですけど、それでも濃かったですね、確かに。で荷物を無事に受け取り移動します。で、こちら、左手前、青髪の女性、シルバーと青の女性。こちらがシルビアさん、台湾の ESP の方かな。前回も、前回いやシンガポール、台湾に行った時にお手伝いいただいた方ですね。私の記憶が正しければ台湾 ESP の方だと思うんですけど、今回、前回の中国ツアーで、初日から最終日までいろいろ現地コーディネートをやってくれたスタンと、トムがいたのか。スタンがですね、途中から合流ということになってましたね。それまでね、スタンの穴を埋めるっていうか、人手不足にならないようにということで、台湾からわざわざ、シルビアさんが来てくれました。で、移動します。で、奥のメガネの方が女性ですね。黒髪のメガネの方。これはスタンの悪ですけど、スタンの婚約者じゃないかなと思うんですけど、世話をしてくれた方ですね。で、手前の矢野さんとそのメガネの方、ルビーさんですね。その間にいるのがトムさん。一応フリーランスとは言ってましたけど、スタンの会社の一応専属社員といいますか、スタンと2人でやってるらしいので、スタンがいない間、スタンと合流するまでの間、ルビーさんとトムさんとシルビアさんが、現地のスタッフ、コーディネーターさんとして、いろいろ私たちの世話をしてくれました。で、そんな感じで、右に映ってるメガネの黒いのが毒忍者でございます。みんな大好き毒忍者。口を開けば口ばかり。手あらば舌打ちの毒忍者でございます。レア君は、もう何を食べるかずっと多分考えてたと思います。本当にね、空港出るまでが長かったです。歩いても。で、空港出たらもちろんタバコを吸います。で、基本的に、ライター募集されてるので本当にね、この時は、ゆうきさんライター募集されてなかったので、このゆうきさんに借りたんだっけな。本当に、とりあえず吸えるとこに来たらみんなで吸うっていうね。で、毎回非喫煙組の、この親子二人組は待たされるという。ね、ありがたいことに大きなバスを使っての移動でございます。こんな感じ。だいたいみんないつもね、同じような感覚で、レア君と小野さんは基本、もう後部座席に乗る感じでしたね。なんかね、その夜のネオンといいますか、明かりを見るとなんか、中国来たなと思いますね。なんかすごく派手なところが多かったです。不思議と地方都市の方が、より一層明るかったですね。基本的には、暖かかったですよ。
夜は T シャツになんか薄い上に羽織るもんがあった方がいいかなと思いましたけど、まあ言うても、最初ついた、土辺の講習ですね。これは、現地、夜ついたけど19度ぐらいあったのかな。他もなんか、17度とか、まあ上海とか他は20度を超えてたし、寒かったのは北京だけですね。北京も着いた時は、暖かかったんですけど、翌日からめちゃめちゃ寒くなってました。で、まあこんな感じで、バスで移動して、で、まあライターがね、飲み物買いてということで、途中、寄ってもらいました。もう、入ってます。あなたのローソンでございます。そこで、無事買い物を終えた後、チェックイン。ここのね、ホテルがめちゃめちゃ綺麗でした。で今回、工程がちょっとタフなのと、前回、風、まあ誰か言わないけど、某スーパードラマーが風邪をひいて、それが私に移り、それの風が私から小野さんに渡り、結構大変なことになりましたので、体調を崩さないように、崩しても一人で、自滅できるようにということで個室になったんですよね。今回のツアー。メンバーは全員。なのでよかったです。部屋の写真、こちらの部屋の写真は某 SNS に上げたんで、今回は紹介しませんけど、他の部屋は撮ってないです。なぜなら、ここの部屋が一番良かったから。そんな感じで初日が終了いたしました。で、続けていきますよ。明けて翌日。チャンネル8でございます。初めての箱でしたが、いい箱ですね。まあ、ものすごくワンワンでホール感満載でしたけど。広めでね、すごく綺麗なとこでした。まあ、動画を注意深く聞いていただくと、違いがわかるんですけど、リハーサルっていうかサウンドチェックの時のね、ステージ上から、まあ、シュウ君、レア君、ユウキさんとか音出ししてるじゃないですか。その音を出した残響音というか反響音が各会場によって全然違うと思うんですけど、まあ、そういう違いも、まあ、後半動画でまた楽しんでいただければ、まあ、アーカイブ見るときもね、どの会場がどういうなりだったか、この反響音だとやりにくそうだなとか、あ、ここの会場はくっきり聞こえるんだなとかっていうね、違いを分かっていただけると、またそれはそれで面白いと思います。こちらね、初めての会場でしたけど、めちゃめちゃなんか綺麗ですごかったですよ。で一発目のステージということで、かなりいろいろ慎重に確認しつつ、で、頼んだ機材が本当についてるかどうかとかね、いろいろ時間をかけておりました。で私の機材、マークベースは持ってっておりません。荷物が大変だから。でこの長い矢が楽屋でございます。でもちろんレア君は食べ物に夢中。で、2階の、楽屋からですね、まあ、関係者席になるのかな、2階席からの眺めですね。広いでしょう？ありがたいことに楽屋でタバコが吸えたので、もう天国でございました。で、まあ、初日ということもあって、シュウ君がいろいろ音作り、中国ツアー用の音作りを現地で再確認をしておりました。先にちょっと時間をとっていろいろもろもろ確認ですね。で、その後各メンバーで、ね、セッティング確認。ゆきさんは特にね、そのキーボードを持っていけないじゃないですか。でかいから。だからもう現地で借りたものがちゃんと動くかどうか。
いろいろね、その、申請部分だけ持ってってるので、もういろいろ問題なく動くかどうかを細かくチェックしておりました。なぜか、小野さんが、ステージドリンク、リハーサル用のね、ステージドリンクを、なぜか小野さんが配っておりました。こういうところ、気配りがあって、目で優しいんです。ね、レア君が配信でも言っておりましたが、手違いなのか何なのか、シンバルがね、本来穴の開いてないシンバル、チャイナシンバルだっけがあるはずなのに穴が開いててさあ大変になってましたね。で、シュウ君、何かしらの考え事をやっておりました。わかる人にはわかる、暴れ発着的な感じですかね。このポーズでしばらく、なんか考えることしてましたよ。こんな感じ。いつもの光景です。サウンドチェックリハーサルを終えて、まったりな。もちろんリア君は食べ物に夢中。で、早くも終演後でございます。こちら Facebook の方に上げてある写真を拝借しました。ちょっと、見づらくてすいません。下手側のお客さんのところちょっと被っちゃってますけど。こんな感じでございます。こんなね。もうびっくりですよ。こんなに入っていただいたのが。ありがたいですね。で、終演後写真を撮りました。で、お気づきかもしれませんが、メンバーが、着ている T シャツですね。T シャツじゃないや。衣装が終演後なのにツアー T シャツじゃない。で、小野さんはツアー T シャツだけど、こちらよく見ると、日本の国内ツアーの T シャツなんですね。中国ツアーの T シャツはもちろんグッズで販売されておりましたが、この日ですね、メンバー分の、ね、アンコールで着るためのメンバー分の T シャツを確保するのを、現地スタッフも、日本スタッフも、ね、村上さんとかも忘れててですね、T シャツアンコールで着るんですかって聞いたときにはもう物販の T シャツは全て売り切れてたと。そういう感じでございました。なので、この日のみ、アンコールも衣装でやりました。アクタさんこんばんはでございます。11時からと勘違い。それは大変。アーカイブで確認してください。後で前半部分というか、最初の部分。こんな感じで、終演後、みんな客席におりまして、現地の方々と短い時間でしたが、ちょっとした交流ですね。皆さん本当ね、キラキラした目で、すごく喜んでくれてたので嬉しかったです。ありがてえです。もちろんですね、配信で撮った写真使いますよとかっていうのは、現地の方含め誰にも許可は取っておりませんので、文句ある方は、クレームを、よこしてください。私にでなく他のメンバーや運営に。はい。もう勝手に載せんじゃねえよって言ってください。以後気をつけると思います。他のメンバーが。動画ではね、なかなか撮れないですけど、写真とかでも、この、終演後の会場の雰囲気っていうのが伝わるんじゃなかろうかと思います。もちろん、
中国茶でもいつもの万歳をやりました。村上さんはちゃんとジャンプの瞬間を写真に捉えられるようになりました。で、終演後です。本来ならここで全て終わりなんですが、見ぐりがあるので、メイクを落としたり着替えたりすることができません。で、そのまま待ってます。そして始まりました、ミーグリ。こちらもですね、ミーグリの写真に関しましては、極力顔が写ってないようなものを、写真を選びましたが、どうしても限界があるので、ミーグリで写真さらされた、訴えてやるって、私にクレームがある方は、毒忍者なり、他のメンバーなりにクレームを入れてください。多分そのクレーム私に届くことはないと思いますが、こんな感じで、会場客席を使ってのミート&グリードでございます。今回は限定80名ということなので、もう各地で売り切れてたのかな前回行った時に100名を超えて、最終の上海は200名近くいたのかな。ちょっとね、あまりにも大変だったのと、体が冷えちゃって、そのせいで、風邪ひいたんじゃないかっていうこともあったので、80名限定でもう本当にテンポよく、はいはい、サインして、一旦全員サインしたら今度写真みたいな、そんな感じでやっておりました。こんな感じでございます。ありがてえですよね。で、初日無事終わりましたよの集合写真でございます。今回のお礼画像はこちらの画像になりますので、まあ、ね、いや、この写真じゃなくて他の写真がいいっていう方、はい、コメントでいただければ、文句言うなよ、わがまま言うなよっていう、返答をさせていただきます。今回のお礼画像はこちらです。で、すべて終わりまして、初日終わり、片付けます。こんな感じでございました。まだまだ行くよ。まだまだ行くよ。トイレ大丈夫？大丈夫じゃなくても行くよ。いや、開けて翌日です。ねえ、ほんと綺麗なホテルだったんで、名残惜しいんですけれども。結構ね、メンバーみんな、体調崩さないようにってんで、マスク、あと手洗い、うがい、本当に、ちゃんとしてたので、本当ね、誰も、お腹も壊すこともなく、体調崩すこともなく、後半ちょっと結城さんがなんか寒暖差アレルギーなのか何なのか鼻が出るとかっていろいろ言ってましたけど、なんかね、無事に乗り切ってましたね。で、ここからバス移動でございます。こんな感じで。なんか、漢字だから、なんかわかりそうじゃないですか、この看板。なんか、っていうね。なんか面白かったです。読めそうで読めない。でちょっとね、いい感にはならなかったですけど、雨が降るほどの天気じゃなかったので、いろいろ外、景色撮っておりました。なんで、でかい、マンション、団地というかマンションが多かったですね。で、こちら、中国のサービスエリア、パーキングエリアにいたダークエルフ発見しました。で、買い物中の金髪兄ちゃんも見つけました。なんかね、こっちのね、サービスエリアめっちゃ綺麗っていうかね、空港と同じでやたらでかいんですよ。めっちゃ広いんですよ。
であんまりね、車めっちゃ止まってるのに山人が見当たらなかったんで、みんなどこに行ってるんだろうと思って。で、一応、動画では出てましたけど、サービスエリア内でスターバックス寄って、まあ、欲しい人はね、コーヒーを買って移動再開。まあ、基本的にはトイレ、タバコ休憩ですね。で、都市部と都市部の間の、まあ、田園地帯といいますか、のどかな雰囲気の場所を抜けまして、街に入ります。めっちゃショッピングモールの中にある隣接するホテルですね。で、この各地で見るこの黄色と青の自転車、まあ、これはいわゆるシェアサイクルというかレンタサイクルですね。日本のループとかみたいな感じで、どこでもありました。皆さんよく乗ってました。この奥にあるのがホテルでございます。もう敷地内にというか、ホテル入り口の横にマックがあるというね。こんな感じのホテル。で、この日はもうね、移動してライブなので、まあ、チェックインが時間が早すぎてできないので、まずは飯を食おうということで、隣のショッピングモールにある中華屋さんに来ました。もうね、前日のね、お昼、まあ、デリバリーだったんですよ。ホテルのお部屋にお昼を届けてもらったんですけど、それが、ね、現地のマックだったんですよ。で、まあ、そうだ、マックなんだっていうので、まあ、ポテトナゲット、チキンバーガーと飲み物のセットで各部屋に届いたんですよ。まあ、昼飯届けてくれるんだ、ありがてえと思って食べて、で、会場行ったらですね、リア君が憤ってて、中国に来てまでマックなんか食いたくねえんだよと。グルメな俺をなめんじゃねえっていうので、村上さんなり、ね、中国の、ね、現地コーディネーターに、クレームを散々言って、ボコボコに縛いた後、二度とファーストフードなんてよこすんじゃねえということになりまして、昼飯晩飯、たとえそれがデリバリーであっても美味しいもの、中国のものを提供するようにというふうに方針転換となりました。もう、毒忍者から、ちょっとメンバーさん、ちゃんと教育してくださいよって、ね、言われてしまうっていうね。まあ何でも、ジョージアに行った際、小野さんと村上さんは、ジョージアにはるばる行ってまで、飯をマックで済ましたこともあるそうなので、ね、そういうね、経験をしている人からすると、わがまま言ってんじゃねえってなるんですが、リア君は、せっかく中国来たんだから中国のもの食いたい。あれ食いたい。これ食いたい。っていうので、マックなんかよこすんじゃねえよっていう。まあ、そのせいか、お昼ご飯、中華屋さんに入りましたということになって、この笑顔でございます。会場っていうかホテルの横にショッピングモールにサイゼリヤがあったり、まあ、はま寿司があったり、いろんなね、海鮮系のやつもあったんですけど、まあ、ライブ前なので、生ものはやめようっていうのと、まあ、しっかり火が通ったものにしましょうねっていうことで、あと、まあ、人数が人数だから、すぐ入れる中華屋さんにしました。で、まあ、ちょっと写真だとわかりづらいんですけど、なんかね、この壁というか、仕切りの間から火みたいに演出がされてて、まあ、多分水蒸気とか何かを出してライトで当てて火を演出してると思うんですけど、そういうのがあっておしゃれでしたね。で、なんか面白いのが、ね、結構トマト好きなんだなっていうのがね、プチトマトがよく出てきました。料理屋さんで。これまあ本当ね、何食べても美味しかったです。本当に。ありがたいことでございます。
小野さんがね、本当は呆れてたんですけど、最後まで箸を手放さない。どんな時も、食べ物を見てる。食べ物を見る目が吟味をする目が尋常じゃないレア君。この写真からもわかるかと思います。基本的にレア君はずっと食べてます。そんな感じで、移動日、2日目移動日終了。4個目のスライドショーでございます。2個目の上海。去年のファイナルの場所ですね。モダンスカイラブさん。去年はですね、レア君、風邪が治りかけ、私、発熱してフラフラだった会場ですね。去年はこちらの楽屋ではなく、私は2階の楽屋に隔離してもらって、基本1人楽屋で寝ておりました。あまり記憶がございません。今回初めてメンバーと過ごした楽屋でございます。こんな感じでまったり。もうね、このドラムが乗ってる下の台座ですね。これがクセモノなんですね。揺れもするし、間ね、下空洞じゃないですか。だからね、低音が吸われたりね。いろいろね、大変なんですよね。なかなか各会場、中音、ステージ上の音は苦労いたしました。こんな感じで、サウンドチェックリハーサルが終わった後ですね。ここにもね、ちょっとね、怖い輩がいたんでね、なかなか楽屋も落ち着かなかったんですけど、ね、メイクとある程度の着替えが終わったので、これはですね、チリに向けてのメッセージ動画、コメント動画を撮る準備をしてたとこですね。でそうこうしてるうちにというか、そうこうした後、本番終了。もうね、モダンスカイラブさん、去年に引き続きたくさん入っていただきました。もう本当に、ありがたいです。こんな感じで、また終演後、客席側に降りてって、交流を少しした後、万歳でございます。見て。毒忍者さんちゃんとジャンプの瞬間を捉えられるようになったよ。そして小野さんが飛んでないってことがバレてるでしょ。一応、レア君と同じぐらいに、飛べるようになりましたよ、私。で、その後、また、降りてって交流な感じでございます。ね、やっぱね、もうね、今回ね2年連続で来ましたけど、次回本当にどうなるかわかんないっていうのもあるし、なかなか、なんだろうね、実際にそのライブを見られる機会がね、次いつになるかわかんないっていうのもあるし、だろうね、遠い日本のバンドをね、応援してわざわざ来てくれるっていうことが嬉しくて、いつも以上にこういう時間がなんか自然と長くなりましたね。本当、できるだけ楽しい思い出を持ち帰ってほしいって感じで、皆さん、時間の許す限り、こんな感じで触れ合っておりました。
で本来ダメだと思うんですけどね、その見繰りとかあるから、本来ダメなんだけど、でも、記念にと思いまして、まあ、サイデンでカメラを持ってる方に関しましては、ツーショット写真撮ってました。で、一旦はけた後、見繰り準備でございます。りょうくんはね、そのライブ後、もう本当に全身びちょびちょになってしまうので、レア君は、パンツとか、多分 T シャツは着替えてないのか。なんかね、ほんと汗だくで、まあ、体冷えるってのもあるけど、びっちょびちょなままではファンの前には出れないので、ということで、レア君はちょっと半分着替えて準備した後でのミート&グリードでございます。こんな感じで。ね、ギタリストが多かったんで、ギターを持ち込んでる方が多かったです。で、サイン会が終わったら、写真撮影ですね。前回もそうだったんですけど、このスカイラボさんの会場はですね、警備員がめちゃめちゃ多いんですよね。前回よりは少なくなったけど、もう本当にね、写真撮影してる時も何か変わったらいけないみたいな感じで、こうやって待機されてるんですよ。まあ、そんなね、まあ、暴れるファンはいないとは思うんですけど、いやー、ありがたいことです。で、今回は、まあ、シルビアさんと記念の撮影をしておりました。こんな感じでございます。ちゃんとみんなツアー T シャツも着てっていう。さあ、5つ目。移動日でございます。このホテル横のはま寿司を眺め、日本帰ったら寿司食いてえなーって思いながら移動でございます。ここにもいます。やからがいます。そして、前日と同じところで飯を食ってからの移動でございます。あ、これは同じとこじゃないか。同じところではない。席が違うだけ。で、もちろんレア君食べております。で、飯を食って一服をした後、日焼けをしたくないレア君、おしゃれ男子なので日陰にいます。日陰を取られた、あぶれた人たちは日向にいます。そんなこんなで移動開始。で、こちらですね、まあ、どこのバスもそうなんですけど、まあ、重さを感知して、シートベルトを、まあ、人が座ってる、荷物を置いてもそうなんですけど、重さを感知して、人が座ってると認識されたシートにシートベルトが入ってないと、ブザーが鳴ったり、まあ、いわゆる警告音が鳴ったりですね、アナウンスが流れるんですね。でそれがまあ、シートベルトを締めてくださいと。なんかね、ちゃんとした発音知らないけど、チンチンハオ、アンチェンタイっていうので、ずっと延々と流れてたんですよ。でおそらく、今回の我々ガルネリ校が一番現地で聞いた言葉が、チンチンハオ、アンチェンタイっていう、それですね。どこ行ってもアンチェンタイが来るから、ちゃんとした、発音は知らないけど、こんな感じで移動です。で空港着きました。空港着いたらもちろん、まずは一服です。で、このトムにですね、これでいいのかと翻訳アプリを見せながら、チンチンハオ安全帯っていうのっていうのを何回も聞いてました。はい。
で、飛行機乗っての、でっかい飛行機に乗っての国内線移動でございます。ねえ、チェックイン毎回大変でした。特にこの時時間かかったので、大変でしたね。で、待機してたんですけれども、ここの空港ね、国内線だからか知らないですけど、喫煙所がなくて大変でした。もう本当に。で、飛行機乗って、機内食が出たんですよ。まあ、お昼の後、午後、昼過ぎの機内食なので、簡単なスナック系なんでしょうけど、まあ、冷たいコールドランチボックスみたいな感じなんですけどね。この、右端じゃない、左端のもの、中国版おはぎなんですかね。不思議な、なんか古代米みたいなやつで甘いやつでした。で、まあ本当に味のしないマカロニ、エビとマカロニと、なんか、味付けを忘れた感のあるオードブルみたいな感じでしたね。不思議な感じでまあね、美味しい中華を食った後だからか味がないなと思いながら食べてました。そうこうしてるうちに現地に着いたらもう暗いです。こんな感じ。まあ遅いからみんな上着着てますけど、そんな寒くなかったんですよね。ありがたいことに。どこでも上着着てる方が暑いやっていうぐらいでした。なんかね、ロストバゲージすることもなく、まあベースはちょっとね、今回のツアーで、ちょっと塗装が欠けたりとか、ロックピンが壊れたりとかいろいろありましたけど、特に問題なく、大きな問題なく、ツアーを終えられたのは良かったですね。で、また広い空港の中を延々と歩きます。で、SNS に上げた写真とはまた違う場所で、こっちの方が路面玄関だったんじゃないのっていうところを見つけたので、撮ったんですね。明かり補正、逆光補正をしたので見えますが、実際はちょっと暗かったんですよ。メンバーさんの顔が見えないです。ちょっとすいません。後で補正しといてくださいって、毒忍者さんに渡されたんですけど、それはやっぱり撮る人の技量じゃないですかねって、注文つけたら、もう絶対撮らねえって言ってました。本当わがままな子です。こんな感じで、ここら辺の一連の場面は、先日の、一昨日か、リア君配信で出てたと思います。で、もちろん、外に出たら、タバコを吸いまして、バスでの移動です。なかなかに難しくてね、シュウ君の座った席、リクライニングが結局効かなくて、なかなかちゃんとメンテができてないのかなっていう感じがありましたね。至るところで至るものが、あれこれ壊れてる。あれこれ効かないっていうのがありましたね。で、武漢はなんかもっと、郊外地域なのかなと思いました。かなり明るく発展しましたね。人も多かったです。それまでの広州、上海に比べると、歩いてる人が多かったですね。欧州上海はなんか、車バイクの人が多くて、街を歩く人ってのは夜はほとんどいなかったんですけど、武漢は本当人で賑わってましたね。なんか、
渋谷原宿的な感じでした。で、普通にチェックインしまして、で、ここから、このネズミ男みたいな格好をしているのがスタンでございます。去年も大変お世話になりました。もう、スタンのチョイスがいつもベストチョイスだと自分で言えるぐらい本当に素晴らしい男、スタンでございます。で、スタンが、ホテル近くのいい店はないかと探してくれたお店、ロシア料理なんですけれども、そちらに向かって歩いていっております。本当なんかね、若者も多かったですね。上になんか、パーカーとかそういうのを羽織ってれば、中 T シャツでも大丈夫な気温でしたね。でこちら、ロシア料理です。トマトスープかマッシュルームスープ、どちらも美味しかったんですが、マッシュルームスープの方が好評でした。こんな感じ。これエビですね。で、カレーソースをつけて食べるんですけど、めちゃ美味しかったです。でもちろん肉です。この肉も美味しかったですね。で、ロシア風パスタ。どれも本当に美味しかったです。そんな感じで武漢の夜が終了しました。前半戦最後のスライドショーでございます。3公演目武漢チャンネル8。こんな感じで読みづらいですが、映っております。現地の出演者一覧スケジュールにガルネリウスの名前が出ております。看板にも出ております。なんか、綺麗なとこでしたよ。この日もデリバリーで昼食べたんだっけな。おいしいなんか弁当を食った気がする。食べ物に関しましては私写真撮ってないので、レア君の、アーカイブを見るか、もしレア君が撮ってなければ、撮ってたはずだけどね。レア君に聞いてください。事細かに何を食べたか教えてくれると思います。本当ね、綺麗な楽屋でございました。広くて、鏡張りで。で、テーブルに普通に灰皿置いてあったんですけど、壁には思いっきり、禁煙って書いてましたね。で、隣のスタッフ待機部屋を、喫煙場所にしてもらってて吸ってたんですけど、換気があんまり良くないのか、めちゃモワモワになってましたね。でそんな中でのサウンドチェック、リハーサルですね。こんな感じで、それぞれ。ルーティンとしましては、サウンドチェックしている間に、小野さんがストレッチ等々をして準備を整えるという感じですね。で、今回の私の足元です。真ん中にあるのが、ボスのポリシフター、ピッチを上げ下げするやつですね。ベースが1本しか持っていけなかったので、持ってくのは1本が限界なので、7弦曲に対応するように5つ音を下げる。5半音、2音半ってことか。音を下げる機械ですね。それを間に緩和しました。で今回苦労したのは、ワイヤレスの電波がですね、現地のライト、LED のムービングライトですね。プログラムを組んで自由自在に動くライト。そちらの電波とめちゃめちゃ干渉するんですよ。なのでライブ中ちょっとね、ベースやギターの音が途切れたり、プツプツいったりとかね、いろいろそこは大変でしたけど、今回の私の足元機材はこちらでございました。塩マネクさん、睡魔が寝ましょう。大丈夫。アーカイブ残ります。武漢のリハってセーブはやってないですね。
西武をやってないはずです。少なくとも私は弾いてないです。で、こちら、私越しのまったり二人組。おそらく食べることを考えてあるだろう、レア君。こんな感じで準備をしてたわけでございます。なんかね、本当にね、全体的に鏡が多くて、あと、それぞれね、鏡のテーブルの下にね、黒い枠があると思うんですけど、あれ全部ね、コンセントなんですよ。でも各席にコンセントがあって、本当にここの楽屋は使い勝手が良かったです。明るいし。本当、ライブハウスの楽屋って結構暗かったり、コンセントが少なかったりってあるんですけど、ここはすごく良かったです。私コンセント使わないけど。で、そうこうしまして、武漢の公演終了です。土平日の武漢でここまで入ってくれるとは思いませんでした。で、私ね、この日、寝っ転がっておりますが、実はですね、この日私ですね、ホテルから会場に向かう際に、左臀部の筋を違えておりまして、実はですね、本当にね、ストレッチをしてたので、だいぶ良かったんですけれども、立ち上がったりするのも本当にね、本当に最初ぎっくり腰になるんじゃないかと思うぐらい、同じ痛みで、左臀部、足の付け根ですね。左臀部の筋肉、ピキッといきまして、この日は一日中ビッコ引いてましたね。とりあえずライブ中は演奏に集中してるから大丈夫なんですけど、で、写真を撮るときに下にちょっと降りれないなと思って、で、他のメンバーのように、モニターにもたれかかって座るっていうのは、その姿勢は辛いと思ったから、うつ伏せに寝たんですよ。寝たはいいけど、今度起き上がれなくてですね。そのまま起き上がれないから、体を横にロール回転して、なんとか起きるっていうね。ほんとちょっとね、皆様も急に立ち上がったりするとき、特に重い荷物を持っているときに、急に立ち上がるとき、片足に重心を全部かけてしまうと、お尻の筋を違えてしまいますので気をつけましょう。本当に、結局、日本帰る日まで、私はね、普通に歩きはしましたけど、最終的にはね。でも、北京の最後の帰国する日の朝も、横になるとね、起き上がれないんですよ。お尻が痛くて。ほんとちょっとね、もうトイレで踏ん張るのもできないし、深い椅子に腰をかけると立ち上がれなくなるしみたいなね、そんな感じだったんですけど、気をつけましょう、皆さんも。急に重い荷物を持って動くとビキッとなります。で、こんな感じで、でもちゃんとね、悟られないように万歳もしましたよ。ありがたいことにですね、このステージ脇に階段があったので、メンバーのように直接降りずに、ステージ脇の階段から私は降りて、移動して、どこに移動したかは言いませんが、某 SNS ではもう、クイズとして出しましたが、私は実は、お客さんの後ろ側でいました。普通に客席フロアにいました。はい。大前の方ばっかりと交流するのはどうかなと思ったので、後ろの方から交流しておりました。で、途中、あまりにも俺が帰ってこないから、スタンにこう、ええ加減にせよって首根っこ掴まれて、楽屋に強制的に戻らされましたけど。で、ライブ終わって、タバコを吸って、レア君着替えて、で、この日の、
まあ、いろいろね、反省点じゃないけど、PA さんと音の確認をしつつ、で、小野さんにはちょっと、はだけた部分を隠してもらいつつ、ミーグリです。ね、めっちゃね、みんなギターとか持ってくるんですよね。本当に、大変だろうにって。会場に持ってくるのって大変だったろうにと思うんですけど、こんな感じで、サイン会をした後、写真撮影。ちゃんと写真の撮り方がすごくてね、何枚撮ってんだろうっていうぐらい撮ってましたけど、でもテンポいいんですよ。で、もろもろ終わって、お片付けでございます。もうね、まあ、平日の部間であんだけ入ってくれたっていうのと、やっぱ盛り上がってくれたので、もう、やっぱね、もう各公演本当楽しかったですね。で、オーナーさんの犬だそうです。なんかすごく人懐っこくて頭が良くて、もう本当にみんなでワイワイキャッキャしてました。そんな感じでございました。さあ、こんな感じで。もうないよ。で、これで一応その武漢の分が終わったでしょ？ 6 個分終わったってことだよね。ちょっと待ってね。これね、これとね、武漢が終わったから、残り3個なわけですよ。いやー、どうです皆さんちょっと休憩入れましょうか。次は、32分動画が始まりますんで。もういいですか？お腹いっぱいですか？来週にしてくれとかあります？もうお前の顔見飽きたよとかあります？ね、1回の配信でやるなよとかってありますか？いやー、もうちょっとね、これ最後まで撮っておこうかと思ったけど、お腹減った。すみません、ありがとうございます。いやー、もう本当に、どうですか皆様。もうこのままの流れで動画に行っても大丈夫ですか？それとも、ご飯を炊きに行きますか？スイーツを買いに行きますか？特に、どっちかというと休憩挟みたい。じゃあ、休憩を、じゃあ5分ぐらい休憩挟みますか？なんだろう、皆様は5分間好きな、なんかね、姿勢を変えるなり、何々していただいても構いませんよ。その間に動画始めときますんで。ありがとうございます。まあ言うてね、ちょっとね、ほんとね、早くしないと、このペースでいくとね、3時間スペシャルじゃなく4時間スペシャルになっちゃうんですよ。なので、トイレに行く人は行ってください。今すぐ行ってください。大なり小なり行ってください。で、ご飯炊く人、料理作る人、夫婦喧嘩する人、犬の散歩行く人、何でも構いません。もう好きなことやってください。もうそんなこと知ったこっちゃねえよで始めますんで。もう、ね、アーカイブで見ればいいじゃないって。ご飯が食べれなければお菓子を食えば、ケーキを食えばいいじゃないって。なんなら朝まで生キャスネリで。やってもいいけど、離脱したら怒るよ。今100人のも見てくれてるの？その100人が1人でも離脱したら怒るよ。朝までやるけど。さあ、そういう感じなので、一旦また BGM は消します。これはちょっとね、本当はね、すべて終わった後で食べたいんだけどね、もっとお腹減ったんで、おそらく、これはもう見なかったことにしてください。もう最初からなかったことにしてください。おっさん消えます。デスク消えます。
で、気を引き締めてじゃないや、心してみてください。約32分動画です。本当にアーカイブ残りますんで、眠い、飽きた、もうしんどい、ね、いろいろあると思うんですけど、離脱してもらって構いませんので、本当アーカイブで好きな時に見てください。では、基本的に私また黙りますんで、動画、スタートでございます。新線に向けて出発です。もちろん私は手伝いません。あとさ、中国語のごめんって何っていう話。ああ、そう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 。意外とわからない。そうそう。美味しいですか？うめえっす。どうやって飲む？追いついてきました。まずはライターをゲットする。そうです。ライターをゲットしないと。ライターを取られました。散歩しがいのありそうな街です。レア散歩。レア散歩。火に入れる。熱？鬼滅の刃の熱。ああ。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいな、すごいな。最高選手だ。縄跳び。ギリどっかに。ああ、素晴らしい。ああ、すごい。おお。
うん、パンケーキ。味付けをしないとって。なるほど。あ、すごい。すいません、お先に。飲みすぎだけど。旅の最中で使う。煩悩の塊のレア君が会場がもうエロいにしか見えないですって言ってた。そんな感じの会場です。出演場所です。バイオハザードというか、ゾンビが大群で押し寄せてきそうな場所でした。マリコさん大丈夫ですよ。もうアーカイブで確認してください。まさかの客席から盗撮って叫ばれてしまいました。動画撮られてる。レア君がね、文句ばっかりですよ。本当に盗撮の角度。に向けて出発します。おはようございます。おはようございます。でも私は手伝いません。欧州は一人部屋だったしね。そうですね。まあ、風邪。
回、ここでレア君は重大な発表して一人部屋になりましたね。そうですね。風邪ひいたと前回ここで風邪ひきましたと、他の人に風邪をうつさないように一人部屋にしようって言ってじゃんけんをして村上さんが勝って大喜びしてた場所です。そうです。同じホテルで同じホテル、今回は万全の体調でもう超万全でございますね。リベンジですね。リベンジですね。手洗いうがいバッチリやってる今夜のライブが楽しみでございます。そうですね。結果はどうなったか、後ほど今日はどうする配信は。どうしますミックスさんこんばんはでございます。まさかこれは気づかれていた。はい。コーラを飲もう。あ、盗撮魔。ああ、ちょっと前だったらね、パッて見たら尻見ちゃう。尻のばっかり。ピアノの人はピアノ。そんなかっこいいパッケージな。前回の風邪っ引きからリベンジ果たせましたでしょうか。なんですかね、なんですか、食べ過ぎから風邪っ引きから風邪っ引きから、食べ過ぎって食べ過ぎからはリベンジ果たしてないですけど、まだ風邪ひいてないです。リベンジ成功成功ですね。はい。今日は最高でしたか。いやもう最高ですよ。もう当たり前のこと聞くなと。もう本当にもうまああと北京だけなんで、まあ無事風邪をひいて帰ろうと思います。そんな最高なレア君でございました。お疲れ様です。お疲れ様です。またどこかで。
んまりでも昨日と違うんだよねこれ多分ケースケースこれ完璧にケース売り込まれております。商品を売り込まれております。空港に向けて出発でございます。もちろん私は手伝いません。通れなかったです。マナーのない日本人。子供をあやしてるみたいになってる。早く進めオーバーサイズ。オーバーサイズ。トロい走りやな。済むと思います。僕は。北京到着です。ホテル向かいます。Take a good ride. Tomorrow, very important show. So you need to take. 订购点了8个凉菜。对。都是道地北京菜啦，8个凉菜。いや矢野さんが会社の全部贵。哎呦，真的假的？那天津大。哇！出てたわ。すごいのだ。これは確かにかなり。你好，您拿进来片就行。来ましたよ。哇！ちょうど矢野さんで見えない。すごいじゃないですか。
Ja, happy doa. Mas. ダメだな。iPhone なんかこれ光補正するときとしないときがあるからだ。对。広い。巨大ですよ。巨大ですよ。なんかロードハウスの人があ、いいんだよ。こいつすごい明るくていいです。こいつすごい明るくていい。優しい目で息子を見守っております。なんか起伏っぽくないやつが。責任重大なはい。責任重大な。言うといきますよ。これどっから切れるんだ。どう切る？あと理系だからちゃんと等分に切ってよ。縁ってなんか入れ物みたいなのあったでしょ。これ入れ物になってんじゃないの？違う。ちょっとなんか匂いがする。真ん中行っていいですか？入れ物だ。入れ物金属っぽいなこれ。じゃあこれ蓋になってんだわ。多分。蓋になってるの。ちょっと待って、これがもうちょっと一回。落としたあ、ここいける。ここいける。いけんの？いけんの？いける。やらかしいけるけど。小野さんがやらかしました。やらかしちまった。やらかしちまった。入れちゃった。ミントしちゃった。蓋だと思ったらケーキだった。チョコレートですかね。しまった。これかなりやらかしちまった。蓋だと思って持ち上げたらケーキだった。なんかもったいない。自転車で行ったのに歩きで帰ってきちゃった。これはもったいないで。何やってんの俺やくん。なんてことしてんの？抜くときにこう。抜くときに。動画撮ってます。動画撮ってます。動画。これは硬いです。翼が硬い。どっちが先に？動画。レア君それとこじゃない。しっかり入れて。よかった俺がその役やらないで。本当に。こんな真剣な顔のレア君を見るのは初めてだ。本当。これさらにもう8等分するわけですよね。もう8等分と欲しい。
よく切ったね。すごい硬いね。硬いですよね。よく切ったね。これが強い。離してから切るもんなのかね、これ。何かを切りたいときはレア君にご連絡ください。普段こうやって全部腐れ縁から何から全部レア君が切ってくれます。腐れ縁から全部レア君が切ってる。そう、これよく切ったよ。ちょっと触ってみるといいですよ。カチコチですよ。マジですか？食い物じゃないですこれ。これ逆にこれ切っちゃダメでこうこれだけ剥がしてこうそうだったかもしれない。切っちゃった食べれる。こっから切ればいいんだ。食べれる。でも俺なんかちょっとあれ大丈夫。上から切ったせいで、もう食べれない成分がケーキに多分ねちょっと混入してると思う。大丈夫。食える。破片が。それを8等分すればいい。はいまあ味は何もないです。はい、普通に切れるんですけど頑張れるね。柔らかくて崩れてます。なんだろうこれ。普通に柔らかくて崩れてます。でもなんかえらく体に悪いものが噴射されていた可能性はなくね。メタリックなやつがちょっと体に悪い怖い。はいではいお皿に分けるわけでございますな。はい色がついて大丈夫多分。昔のなんか水銀みたいな絵の具の白に水銀が入ってみたいな。お前も老人形にしてやる。これは最後諦めないもんね。でもね、偉いよね。ね本当出ない心が、こう食べることをイメージしたらその作業ができるってことだよね。ちょっとダメです。どうすればいいのこれ。それを8等分して。もう1個しょうがないから1個目取り出すのは少し崩しちゃっていいんじゃないの？しょうがない。どうせならこっちからいきますか。大丈夫。大丈夫。食べたら同じ。もう一個減らないかな。ルビーのキャリーの持ち手良くないですか？そうね、あれいいね。持ち手がめっちゃ長いやつ。この荷物が多分あれだけ先にポケットになるほど。行くんじゃないかなという。なるほど。そしたら我々は我々も先行っちゃっていいのかな？もうこの勢い。青さん絶対ダメですよ、多分。だって俺たちですらもう。すみません。あ、じゃあ俺いやタクシー大丈夫です。タクシー。いや、タクシー。あ、ごめん。じゃあちょっとじゃあお先です。お酒です。 13タイム。One more. One. All right. これはなんかシェお茶で。 Alright, follow. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Alright. Thank you. Yes. Thank you. ありがとうございました。 Another great tour. Yes. 簡単にうまい。じゃあレア君、先陣切ってお願いします。お願いします。もう目がもう目がいっちゃってるから。やばい感じの目になってます。ディスティニーのドラム叩きながら。 Or Indian food, right? That kind, right? It looks like it. 食ってブレッドを食う。ごめん、めっちゃ俺かぶってもうた。いや大丈夫2人取ってるから。いつスパイシーのうまいね。うまい。白米饭上一下，谢谢。キラーカーみたいになってる。先帮我把白饭上一下。さあブレッドを食べるんだ。極寒の北京の夜、打ち上げ後ホテルに向かって歩いております。めちゃめちゃ寒いです。めちゃくちゃ寒いです。
京に向かいます。飛行機でございます。4時間3時間4時間空港まで何時間でしたっここでは1時間もかかんないと思うけど帰り車内で1本ぐらいまで持ってますキャスあ、そうか、ここか。そうです。素晴らしい。どうする？どうやって行くの？まあ。That's it. Yeah. Thank you for everything. Thank you. Thank you. Thank you so much. You got anything to say to Chinese fans? なんで？チャイニーズファンに中国の人 You are so great. ありがとう。ありがとう。謝謝。谢谢。 So ありがとう。 keep working hard and write new songs then come back. Yeah. Chinese fans are waiting. Yeah. 新曲作って帰ってくるよ。信息好安全。安全。 Alright. Until we see you next time. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. ずっと撮ってる。 Galarulas China tour. Hi. 以上でございました。長い動画でございましたが、ご視聴いただきましてありがとうございます。戻すぜ。いやー、大変でございましてね。すみません、ありがとうございます。画像に映る前に、お花を摘みに行くなり、お花を燃やすなり、ご飯を炊きに行くなり、ご飯を炊くなり、ご飯を炊くなり、ご飯を混ぜるなり、いろいろできてください。すいません、ありがとうございます。いろいろね、もう動画でかなり雰囲気は伝わったかと思うので、画像はね、その動画と同じようなものを追っていきますので、もう疲れたよ、もうお前の顔見たくねえよ、声聞きたくねえよって方は離脱していただいて大丈夫ですよ。もうここからは、また画像に移りたいと思います。お花は皆さん摘み終わりましたでしょうか？ご飯は食べ終わりましたでしょうか？では、これはもうなかったことにしてください。もうね、はい、あなたはもう団子なんか見たことない。さあ、消します。で、さあ、井戸日からの再開でございます。武漢から深センへ。大丈夫ですか？もうね、駆け足で行きますよ。もうこんな時間だからね。武漢からの移動日です。ね、武漢は気持ちいい天気でございました。
小野さん各地でいろいろ写真等撮れましたので、多分、小野さんのファンクラブサイト等にいろいろ上がってるんだろうと思っております。まだであれば、そのうち上がるんだろうと思っております。気になる方は、小野さんのファンクラブにご確認をお願いいたします。武漢はね、ほんと会場のすぐそばに、ホテルがあったんですけれども、この、いわゆる幹線道路っていうんですかね、でかい道路を渡らなきゃいけないんですけど、信号がないので、横断歩道らしきものはあるんですけど、信号がないから、とりあえず車が途切れるのを待つか、勇気を持って車道に飛び出して渡るというね、なかなかにタフな街でございました。よかいさん、23時20分で帰るところだったんですが、バスがなんと遅れています。1000人の拮抗で。あらー、それは大変。体調崩されないように気をつけてください。もう、ありがたいことに今回移動は全部バスでしたので、本当に助かりました。こちらね、その、街中にある、すいません、ありがとうございます。もう、ホテルだったんですけど、いいホテルでございました。なんか武漢はなんか、地方都市だからっていうのもあるかもしれないけど、日本人が多分思い描いてる中国の街ってこんな感じなんだろうなっていう感じでしたね。そのバイクが多くて人がわんさかいて賑やかでっていう。ホテル周辺というかホテルの周りは静かでしたけど、ご飯行ったところとかは本当に賑やかでした。こんな感じで、いつものように、小野さんとリア君親子は後ろに、真ん中ら辺に、ゆうくん、ゆうきさん、私が乗ってって感じですね。もう本当に高い建物、大きい建物が多い、どこに行っても、発展した中国の街でございました。あと、道が広い。特徴的だったのは、やっぱどこの街にも、こういうなんかね、スローガンなのかわかんないけど、大きな、いろいろ文字が書いてあった看板があったりとか、政府関係の建物なのかなと思うものが多かったですね。で、空港着きまして、もちろん入るときにもうすでにライターを取られてしまうので、入る前にみんな一服してから入るんですよね。で、地方都市空港であろうが、中国の空港はでかい。動画でちゃんと言葉が残ってたかどうかわかんないけど、翻訳アプリでですね、中国語で謝るとき、ごめんなさいってどう言うんだっけっていう。いつもなんか感謝の気持ちは伝えるけど、謝る言葉はわかんないよねっていうのでみんなで調べてたところですね。みんなで、喫煙所がない空港でみんなでおとなしく飛行機を待ちまして、到着いたしまして、広い空港をひたすら歩いて荷物を受け取りまして、本当にロストバゲージとかなかったんでありがたかったです。写真でわかると思うんですけど、本当広いでしょ。建物は天井は高いし、もうスペースが多くて、本当に歩きますよ。絶対一人で来てたら迷子になるだろうなっていう。深セン着きまして、もう去年来た時はこの深センが初めての土地だったので、ここで初めてスタンに会って思い出の土地ですね。だから、スタンとも去年はここで初めて出会ったねとか言いながら思い出話をしつつ、
もちろんタバコを吸います。で、デカデカと書いてありました。中国語がわからなくても、これならわかるよ。タバコ吸ったらどうなるか。ね、わかりやすいですね。有害健康。知らないよって話ですけども。つまり心遣い優しい小野さんは黙々とカートを一人でちゃんと片付けに行くっていうね。夜の街、綺麗でしたね。夜だし、夜景が綺麗な街でございました。なんか、去年来た道と同じ道をおそらく走ってたんだろうけど、全く覚えてないっていうのがね。そしてホテル着きました。で、なぜかホテルには、なんか、こういう、俺販売してたのかどうかわかんないですけど、著作権的にいろいろ危なそうなものも置いてありました。これちょっとね、なんか、売ってるんだったら買ってみたかったなと思いながらね。綺麗なホテルでございましたよ、こちらも。で、すぐ近くのショッピングモールですね。なんかね、ショッピングモール的なものが連なってました。いろんなところで。もう歩いて5分のところの、まあ、なんかしゃぶしゃぶ、火鍋しゃぶしゃぶとかそこら辺な感じのとこでしたね、お店に行きまして。まあね、別に誕生日ではないんですけど、いわゆるパーティー会場的なとこですね。こんな感じで、鍋でございます。牛とラム、肉。まあね、基本ちょっと凍ってるやつですね。肉が食いてえということで。で、これは、動画にありましたけど、お祝い後のやつなんですけどね。まあ、長寿をお祝いするということで、目の前で伸ばしてもらって、手延べの麺、太麺なんですけど、あえて切らずに長い一本のまま提供して、長寿を願い、祝うという感じで、一本麺を、小野さんに食してもらってる。だからまあ、ちょっとね、実際どういう風習なのかわかんないんですけれども、まあなんかそのパーティーごとみんなで集まった時に、まあ誕生日の人がいれば誕生日の人を、いなければ、そのグループの中で一番偉い人を、お祝いするっていう習わしがあるようで、で今回そのでも誕生日がいなかったので、一番、まあ、位の高いキングをお祝いするということで、まあ、歌と踊りでおめでとうをした後でございます。後でなんか、まあ、ケーキが出てきて、ケーキはなんか、いわゆる演出用のケーキだったので、おもたせでスナックとかみんないただいてました。麺を、長い麺を、まあ、一口で食べれるような長さじゃないから、もちろん噛み切ってましたけど、そういうお祝い事の意味のある長い長寿を祝うための一本の麺。こんな感じで、はい、移動した日でございます。で、深セン翌日深セン4公演目でございます。もっとスピードアップしてないと12時までに終わらない。明けて翌日、会場に移動します。もうやる気満々、美味しいものを食べて、目が血走ってるレア君と、
本当に新しいショッピングモール、綺麗なショッピングモールの中を抜けて、ユニクロとか入ってたりね、なんか池袋サンシャインのショッピングフロアみたいな感じでした。で、そこから、会場入りします。綺麗なとこでしたよ。でもなんかトイレとか、シャワールームがあったんですけど、なんか後から取ってつけたような感じの作りでした。こんな感じの舞台袖。で今回、この会場だけですね、アンペグのアンプキャビがなかったので、アギラーという私がちょっと苦手とするアンプとキャビだったんですけど、こちらになりました。なかなか苦戦しましたが、なんとか無事終えられたのでよかったです。アギラー自体はね、私のベースの回路の中にもアギラーのプリアンプが入っておりますので、相性が悪いということはないんですけれども、アンプとキャビになるとね、ちょっと好みの音が作りづらいというのがありまして、プリアンプで使うのはいいんだけどね、なかなかに難しいけど頑張って音作ってどうにかなった感じですね。4公演目となると、機材とかセッティングに問題がなければリハーサル自体は結構サクサクと進みましたね。会場の響き、中音の反響具合によって、この時はね、深センは特にベースがちょっとでかく聞こえすぎちゃって大変だったんですけど、ローを削っても削ってもローが出ちゃって、それには悩まされましたけど、いい感じに、最終的にはお客さん側にはいいスッキリした感が出たんじゃないかなと思いますね。で、動画で見た暗さが正解です。これ光補正が入っちゃって明るいですけど、多分2、300メートルあるようなバックヤードですね。にポツンと喫煙所がある感じですね。もう本当に、バイオハザードとかでゾンビが大群で押し寄せてくるような感じの雰囲気でした。一人でいたくないねっていう。で、そういうところを喫煙所にしまして、リハーサル、サウンドチェック、リハーサルが終わりの、エア君が、これね、多分ドラムセット撮ってるんでしょうけど、実は自撮りでしたとかだったら面白いんだけどね。なかなかに順調ではありましたね。いろいろとね、現地のミキサーが、ガリがひどくてとか、何がどうねっていうのがいろいろあったんですけど、でも、なんだかんだ大きなトラブルすることなく、全体のライブも終わりました。こんな感じでございます。これは私ね、うつ伏せになってるんではなく四つん這いになってるんですけど、それが限界でしたね。それでも、四つん這いでも立ち上がるときやっぱお尻痛かったですからね。なかなかに、違えた筋は簡単には治らんっていうのを気づきました。中国で泊まったね、ホテルの部屋の各ベッドがですね、ちょっと柔らかめだったこともあって、ちょっとね、本当一旦寝転がってしまうと起き上がるのは大変でしたね。もうちゃんと万歳はしました。もちろんジャンプもします。普通にね、ジャンプをして着地する分には痛くないんですよね。バスがやっておきました。大変ですね。本当お気をつけください。結構ね、その現地で、そのスタンとか、現地の中国の、コーディネーターさんたちが雇ってくれたカメラマンさんがいっぱい写真を撮ってくれましたので、多分スタンの方でも
ネットに上げてると思うし、今後その写真をこちらに提供いただけるので、ガルの公式とか各メンバーが多分いろんなところで今回のツアーの写真は使うと思います。結構ちらっと見せてもらったけど、ステージ上の写真とか、かなりいい写真が撮れてましたよ。で終演後はね、みんなで、ここもね、階段があったので、私無事降りることができまして、みんなで現地のファンの方と楽しく交流。で、楽屋戻ってきて、ミーグリ待ちです。そしてミーグリ。各会場ね、本当、一旦そのお客さん全部はけて、外で待機し直してもらって、また入れる、VIP の方が戻ってくるんですけど、本当ちょっとね、夜遅く、寒い中待っていただいてるんだろうなっていうのが握手した時の手の冷たさで分かりました。本当、お客さんの方も体調崩してないかなって心配になるぐらいでしたね。バスが出ました。バスお疲れでしょうから、眠い時は寝ちゃってくださいね。バスが何事もなく運行でね、渋滞とかに巻き込まれることなく、無事にお家に着くことを願っております。もしバスのか乗り物の中で寝れるようでしたら、遠慮なく寝ちゃってください。アーカイブありますんで。で、見送り終わって、まったりしつつ、ホテルに戻り、4公演目が終了。な感じでございますよ。どんどん行きますよ。そして明けて翌日、深センから甲州へ移動でございます。なんか、兄弟感が半端ない、周君と池田さん。そしてここにもいました。寝起きのやから。因縁つけられました。そして、親子登場。ありがたい貸し切りバスでの移動でございます。ホテルの外観はこんな感じ。まだまだいろいろね、バブルがどうのこうの言われてますけど、各地で中国はまだまだ、建設ラッシュがあるみたいで、至るところでこういう高いマンションとかビルが建てられてましたね。場所によっては、その建設途中で中断しているところもあったみたいですけど、でもなんか、まだまだ街を見る限り活発でしたよ。そしてバスでそのまま着きました。去年と同じホテルでございます。覚えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。同じホテルでございます。ここはね、観光地らしく、ほとんどがね、その国内旅行の方なんですけど、ヨーロッパとか、そこら辺の方も、いろいろ、見かける、かなり有名な観光地なんでしょうね。見どころがいっぱいあったり、写真スポットがいっぱいあるのか、いろんなところで人だかりができてました。そんな中、別に喫煙所でも何でもないホテル前で、我が物顔です。迷惑な日本人ですよ。またこれ。この黒い人たち。灰皿ないですからね。
携帯灰皿にみんな吸っててますけど、本当は吸っちゃいけないんじゃないのと思いながら吸ってました。悪い人たちです。さあ、このまま移動が、この日はね、移動プラスライブなので、会場に向かいます。お昼はデリバリーで食べた後です。でこちらも、前回と同じ、甲州のマオグループのライブハウスです。帰ってまいりました。1年ぶり。もう、2回目の場所はやっぱりね、まあ全く覚えてなかったけど、ちょっと余裕は出ますよね。ああ、そうそう、こういう会場だった。ああ、こういう楽屋だったとか思いながら。前回は、楽屋が1階と2階に分かれてるんですけれども、前回は2階が、タバコを吸う場所、メンバー待機場所、で1階がスタッフっていう風になってたんですけど、今回は、1階がタバコを吸う場所、で、スタッフ待機場所、2階がメンバーの場所ってなってて、私はもう階段上り下りするのが嫌だったんで、ずっと1階にいたんですけれども、ライブ終わった後、ゆきさんが、俺も1階にしときゃよかったって重い荷物を下ろすの大変そうな感じで言ってました。でもちろん、レア君は、学園にいるときは食べ物の心配をしております。動画でもそうでしたが、ライブ直前の打ち合わせ確認をしているときも物を食べております。そんなこんなでライブ終わり。いいですよね。たくさんのお客さんに囲まれました。そして万歳。もう、毒忍者さんがタイミングよく写真を撮れるようになりましたよ。連写とかじゃないですからね。ちゃんとタイミングよく写真を撮れるようになりました。私は、ちゃんと飛んでおります。で、万歳が終わった後、皆さんとの交流のお時間でございます。なんかね、できるだけ可能な限り時間をかけて交流してるんですけれども、なんかね、お客さんと交流してたら有名な人がステージにいたんで、私もハイタッチしてもらってました。そんな感じで終わり、ミーグリ待機でございます。そしてミーグリ。今回ね、前回はもっと、1ヶ月遅かったからっていうのもあるけど、会場がどこも寒かったんですけど、今回、ミーグリで寒さ対策をいろいろしてくれたのか、体が冷えて困るってことはなかったですね。ありがたいです。サイン会の後の写真会。写真撮影会。この日もギターを持ってくる人が多かったです。さあ、5公演目が終了しました。さあ、移動日です。もう終わりが近づいてきましたよ。ホテル前の、観光スポットであろう場所。で、ホテル前、本当は吸っちゃいけないであろう場所で出演する人たち。
で、小野さん、ここね、そこの、小野さんがいるところの角に写真スポットがあるんですけど、多分そこを撮ってたんじゃないかと思われる小野さん。朝から上機嫌、笑顔満載の柊君。おそらく食べ物のことしか考えてないレア君。で、クリーニンググッズ、スプレーをしてどんな汚れも落ちますっていう商品を一生懸命いろんな観光客に売り込んでた女の人に捕まる柊君。なんかね、靴とか服のシミとか汚れとかを、このスプレーを2、3回吹きかけることで、ほら、簡単に汚れが落ちるんですみたいなことをずっとやってたんですよね。みんなに話しをかけてて、柊君が捕まってました。なんか、苦労してそうな苦学生みたいな感じの若い女の子が一生懸命説明してるんだけど、いらねえよ、そんなのっていう商品だったのでね。もうね、はい、もういいです、いいですって言ってるんだけど、頑張って売り込んでおりました。で、そういう、現地の人との交流を経て、移動でございます。ありがたい貸し切りバスで移動開始。おそらく去年も撮ったであろう景色を撮りつつ、で、空港到着なんですけれど、この写真の中に写っている白いキャリーケース、こちらがですね、PA の池田さんのキャリーケースなんですよ。サイズ的にも、持ち込み可能、機内持ち込み可能なので、いろいろね、そのスタッフメンバーの荷物が重いから、合計で何キロまでの中に収めるために、本来預け荷物にする予定だった池田さんのキャリーバッグっていうのは、行きからずっと、持ち込み、手荷物の持ち込み機材というか荷物としてやってたんですけど、今回ですね、なんとこの白いスーツケースをここに置き忘れてしまうというハプニングがありましてみんなですね有田さんこんばんはでございます。小さいからってのもあるけど、こういうとこに一応隠れる感じで置いてしまったがゆえにですね、チェックインするときに、あれ俺の荷物がないって池田さんが慌て始めて、バスに積んだまま降ろし忘れたんじゃないかって言ってたんですよ。で、バスの運転手の連絡先わかるかな、スタンとかに聞いたらわかるかなっていう話をしてて、で、ちょっとね、もしかしたら自分が撮った写真に写ってるんじゃないかなと思って、動画とかね。で、見てみたら、バスからは降ろしてるよと。で、カートに載せてないってことはそこにあるんじゃないかと、まだ。ワンチャン誰にも取られてなくそこにあるんじゃないかっていうので、走って池田さんが見に行ったところ、置いてあったと。で、無事なくすことなくですね、回収できました。本当にね、盗撮しとくもんですよ。ねえ、本当に。ねえ、この時はそんなこともつゆ知らずっていうか、そんなことになるとは思わず、のんきにタバコ吸ってたんですけど。本当にね。私の盗撮も役に立つことがあるんですよ。役に立ったおかげで今後、盗撮しても誰にも文句言わせねえぞと。大義名分と言いますかね、いいエクスキューズができたなという事件でございました。そんな騒動を経てのチェックインをし、で、動画にもありましたが、チェックイン完了までの待ち時間の間、暇を持て余した柊君が、こんな感じになりました。大輝さんこんばんはでございます。で、もちろんカートをよく見ると、乗っちゃいけないよって書いてありました。乗る場所が違うからね、いいんだと思うけど。はい。こんな感じで、乗っちゃいけないよって堂々と書いてありました。
ね、カートの上の部分に乗っちゃいけないって書いてあるから、シュークみたいに下の部分に乗るのはいいんだと思います。問題なし。でチェックインを終えて移動開始ですね。空港でかかったですね。どこの空港もでかいです。何やらでかいところで、もうお疲れの皆さんですが、今回移動の時間が早いこともあって、空港で食べたい人は勝手に食べなさいということなので、去年もこちらの私以外のメンバーは同じ店で、これはラーメン屋さんなのかな、食べたはずなんですけど、今年も同じお店で食べておりました、皆さん。で、ラーメンを食べない人たちは、ケンタッキーをむさぼり食っておりました。本当に文字通り、むさぼり食っておりました。私は普段基本1日1食なので何も食べなかったんですけれど、むさぼり食ってました。で、そんなむさぼり食ってるスタッフと一緒に思われたくないっていう、あたかもそう主張してるレア君は、あえてちょっと離れた席で静観しておりました。登場までのまったり時間でございます。リア君は相変わらずちょっと離れております。もう、僕は君たちとは違うんですっていう感じで離れておりました。で、今回も座席、目の前にモニターがある席だったんですけれども、タッチパネルが反動が本当悪くてですねで、肘掛けのところにリモコンがあるんで、そこで操作はできるんですよ。私は音も聞きたかったし、できれば映画が見たかったので、ヘッドセットはまた、ヘッドセットくださいってもらったんですけど、ステレオのはずなのに、R しか聞こえないというね。まあでも、聞こえるだけマシだろうと思って映画を見たらですね、機内アナウンスとか他は全部鳴るのに、映画だけ音が出ないっていうね。結局何も見れず、ゲームもできず、モニターで飛行機の経路だけ見てました。で、到着。広い空港です。この日、まだ夜でも、北京17度だったんですけど、やっぱ空気はね、冷たかったですね。他の場所に比べて。で、翌日から一桁台になって7度とかだっけな。9度か7度になったので、一気に寒くなりましたね。帰国日が一番寒かったかな。この時はなんか、北京全然大丈夫じゃんって余裕をかましてたんですけど、天気予報を見てびっくりみたいな。そして最終日、合流しました。この帽子をかぶった人が、ジェシーっていう、最初のですね、ガルが台湾公演とか、香港、上海とか行った時からもうずっとお世話になってる、台湾のコーディネーターさんです。中国公演も、ジェシーに頼んで、ジェシーが中国の現地のコーディネーターとして、スタンを雇ってみたいな感じでやってるので、大元でございます。ファイナルで大事なファイナル公演は駆けつけるぜということで、前回同様、台湾から来てもらいました。もう本当に、はじめ、ジェシーとかね、現地のコーディネーターさんが、もう本当ガルのツアー成功のためにいろいろやってくれてるので、助かります。無事、ジェシーと合流して、移動でございます。また、小野さんは優しい配りができる人なので、率先してカートを一人戻していきます。
こんな感じのバス移動を経て、ホテル到着いたしまして、もうホテルに見えないでしょでもこれホテルなんですよ。で、ロビーが、チェックインロビーが3階という珍しい作りでした。こんな感じ。で、まあ、ファイナル、最終公演だから、疲れも溜まってるだろうからという、スタンの計らいでですね、まあ、言ってみたら、中国でも多分珍しいであろうホテルに湯船のある部屋を取ってくれてたんですね。ちゃんとお風呂に浸かってぐっすり寝てファイナルを万全の体調で臨んでくださいというさんからの配慮でございます。そんな部屋でございました。部屋の動画は先日のレア君が細かく紹介してくれてると思うので、気になる方はレア君の配信のアーカイブをご覧ください。でロビーで、ご飯行く待機でございます。動画にありました赤い建物ですね。なんかバス乗ってる時はなんじゃこの赤い建物と思ったんですけど、まさかその赤い建物に食べに行くとは思わず、まあホテルからはもうほんとものの数分で歩けるところなんですけど、かなり有名な美味しい高級中華だそうです。まあ、お店もでかかったですし、めちゃめちゃおしゃれでした。で、中庭があって、中庭でタバコを吸ってた動画があったと思うんですけど、本当に素晴らしいお店で、これは高いだろうねっていう数々の料理、北京ダックもいただきました。食事の写真がないのは、動画を撮ってたからと、あと、飯食ってたからです。で、最終公演でございます。もう、日付が変わってしまう。サクサクいくよ。翌日、めっちゃ冷えてました。めっちゃ冷えてました。会場も冷えてました。そしてでかかったです。こんな感じの、まあ本当ね、天井が高くて広いし、お客さんが入ってない、いわゆるコンクリート打ちっぱなしの床だから、ちょっとね、反響がすごかったんですよ、リハの時は。で、本番どうなるだろうねって思いながら。塩丸さん、眠い時は寝ちゃってくれて大丈夫ですよ。アーカイブありますんで。無理にリアルタイムで見なくても、未来英語残りますんで。で、こちらですね、多分中国の文化なんでしょうね。最初の会場でもそうだったんですけど、前日の、いわゆるパーティー系でなんかイベントがあったんでしょうけど、その後片付けをすぐしないっていうのが面白い文化でしたね。リハーサルが終わった後、片付けるんですよ。前日の汚れ、持ち越しみたいなね。面白いのが、こういう金テープとかなんかがね、天井から降ってくるわけじゃないですか。ガロの演奏中に、ライトとかに引っかかってたであろう一枚の金テープとかがひらひら途中で落ちてたりするんですよ。こう多分ライブの振動で。それが面白かったです。スタッフが会場入りした時はステージ上も紙吹雪がひどかったらしいです。それを一旦みんなで掃除してからセッティングしたそうなので、なんかね、その日のうちに掃除しないっていうのは日本と違って面白い文化でしたね。バスケットボールね、そう、最初の会場にはバスケットボールがね、2、3個散乱しておりました。何かのイベントで使ったんでしょうね。バスケットボールと、最初の会場では金テープが散乱してて、それもリハーサルが終わった後綺麗に全部片付けられてましたけど、それまで片付けないんだっていうのが面白かったです。こんな感じでね、
レア君もいろいろ撮っております。これが全部自撮りだったら面白いんだけどね。でなんかレア君が、池田さんとか矢野さんとかとドラムセットを確認しているのを、矢野さんが遠くから優しい目で見守っていたショットでございます。で、リハーサルを終えて、楽屋戻ってきて、しばらく待機。外の、気温が低いからっていうのもあるんですけど、なかなか暖房が効かなくて、底冷えっていうんですかね、足が本当に冷えちゃって、立ち上がると顔あたりはあったかいんですけど、暖房設定30度にしてもですね、全然暖かくならなくて、ちょっとね、足、つま先とかずっと冷えてましたね。廊下が寒くて、なかなかに大変でした。ね、一応楽屋に灰皿とライターを置いててくれたんですけど、換気が悪そうだったので、メイクルームとして用意されてた個室、そこを全場所にして、そこで吸ってました。そんなこんなで、ファイナル終了。ありがたいですね。あの広い会場が埋まっております。たくさんの皆様のおかげで埋まっております。うちの最後も万歳します。ちゃんと飛んでおります。そしてスーパー交流タイムでございます。もうね、この現地の方が用意してくれた旗とかね、感動もんですよね。なんかね、嬉しかったのがね、この、最前の、ピンクの髪の女の人、この人がですね、私が以前衣装で着てた赤いコートの、ショートバージョンですね。私の方がちょっと長いやつだったんですけど、同じものを着てくれてて、もうみんなで、ああ、これって、みたいな。言葉はわからないけど、そうなんです、みたいな感じでリアクションしてくれて、嬉しかったですね。じゃあ、時間の許す限り交流いたしました。もう交流を強制いたしました。一応こちらはですね、多分自分の写真とかには全然残ってはなかったんですけど、客席側から写真をお客さんに撮ってもらおうと、ポーズは撮ったりしてるので、多分中国の現地の会場にいらしたファンの方は、シュウ君と私との、旗をバックに撮った写真がネット上に出回るかと思います。おそらく。そんな感じでございました。で、最後の見ぐりでございますよ。本当にありがてえ。出回ってます？もし、日本のファンの方で、どんな写真だろうと思う方は、ネット上サーフィンしてください。こんな感じで、もう本当にちょっとね、寒い中、ファンの皆さん
お待たせして申し訳ないんですけど、ミーグリも無事終了いたしまして、もう、こんな感じで流れ作業でしたけどね、サインして、写真撮影して、こんな感じ。そして、終わった後、スタンからのサプライズプレゼント。スタンの知り合い、弟さんの知り合いだっけな。なんか、ケーキ職人っていうか、そういう食べ物の職人なので、作ってもらいましたということで、すごいですよね。まあ、あえて写真を回転させてないですけど。記念に、これは Facebook に上げてる写真から拝借しました。こんな感じ。以前、エンジェル・オブ・サウデーションの時だったっけな、日本のファンの方も、でかいケーキを、アルバムジャケットを書いたでかいケーキを作ってくださったんですけど、この時以来の感動ケーキでございます。いろいろありましたが、動画で収めているので写真はなく、そのまま、写真、スライドショーに関してましては会場を後にします。動画撮ってたら写真は撮れん。で、ゆきさん、この、まあちょっと決めポーズっていうかね、カバンに、こう、取っ手に体重をかけたら取っ手がガチャンと落ちるというね、そういう、落ちる瞬間はちょっと撮れなかったんですけど、落ちる前の写真と落ちた後の動画って感じです。後々アーカイブで確認してみてください。そしてホテル戻ってきました。夜は遅かったんですけれども、まあファイナル公演終わったので、できれば、まあスタッフが、コーディネーターさん側が無理がないんだったら、打ち上げしたいということで、村上さんに話をつけてもらって、じゃあ軽く打ち上げしましょうということで、それに向かう前でございます。めっちゃ寒かったし。森谷君は頭の中、この時、おそらく 120% 食べ物のことしか考えてないと思います。でこちらですね、中国のムスリム系の料理屋さん、おそらく閉店後ですよ。うちらのために開けてくれたというか、開けて待っておいてくれたというかね。ムスリム料理屋さんなので豚が一切出てこない。出てくるのは、鶏、牛、ラムだけというね。そういうところでございました。ただ、美味しかったです、どこも。こんな感じのお店でございました。さあ、いよいよ最後のスライドショーでございます。本当皆さんお疲れでございます。あと一息です。頑張ってください。翌日明けて帰国日でございます。もうめっちゃいい天気でした。風は冷たいけどめっちゃいい天気でした。飲み物が常温。基本的になんか中国の文化的なものなのか、常温で飲むのが当たり前みたいで、あまり冷やして、飲む習慣がないのかね。まあ基本的に、アイス入れてくださいって言わない限りは常温のものがいますね。あとはまあホットか。最後も貸し切りバスに乗って空港に向かいます。なんかね、北京公演の直前っていうかね、その前の公演からそうなんですけど、もう終わりなんだと思うとめちゃめちゃ寂しかったですね。北京公演終わったら、なんか、もう本当終わっちゃったんだ。もう一周してもいいよねっていうぐらい、始まる前はいろいろね、不安があったり、どうなんだろうっていうの思いがありましたけど、日本国内のツアーと同じで、もうファイナルを終えてしまうと、寂しくて仕方ない。もうね、あと2、3公演追加して帰ってもいいんじゃないかって本当みんなが言ってましたね。もう今からやり直しでもう一周回ったら、もっといいライブができるんじゃないかとかね。本当になんか
という間で、本当に楽しかった思い出しかないので、もうね、またすぐ新しいアルバム引っ提げて戻ってきたいねっていう話をしながらの空港到着。そしてめんどくさいチェックイン。今回いろいろね、国内線に飛行機いっぱい乗りましたけど、荷物でトラブることがほぼなかったですね。一回だけ、預け荷物の、飛行機乗せる前に、ちょっと不審なものがあるから開けてくださいって言われて、ワイヤレスとか、小野さんの加湿器とか、説明させられましたけど、もうそれだけでしたね。で、最終日、記念に写真を撮りましょうよっていうことで、広い場所、象徴的な何かモニュメントがあるところでっていうところで、ここの場所を見つけて、写真撮りました。ガルネリウス中国ツアーのチーム、昨年に引き続き、真ん中手前、帽子かぶったスタン、その後ろ、ジェシーです。で、シュウ君の左横、矢野さん、一番左、毒忍者村上さん、で私の右隣、PA 池田さんでございます。常に同行してくれていたトムですねは、朝一の便で、もう別のツアースタッフとして仕事があったので写真撮れなかったんですけれども、ちょっとね、一応中国ツアーチームガルネリウス中国ということで写真を撮りました。で、写真を撮ってくれてるのが女性スタッフ、メガネの女性スタッフのルビーさんでございます。こんな感じです。ね、本当またやるぜって誓い合いながら。でそして、スタッフとは、お別れして、後ろに着くわけなんですけれども、ちょっと戻りますね。この写真ね、すごく意味合いが大事なのは、スタンは中国人なんです。ジェシーは台湾人なんです。で、私たちは日本人なんです。今現在、いろいろ政治的に騒がれている主要というか、中心になる、日本、中国、台湾の3カ国が一度に会しているわけですよ。ものすごく意味があると思いませんか？ここには何も問題も起きず、争いも起きず、一つのことに向かって、ただこのね、ガルのツアーを成功させよう。みんなにいい思いをしてもらおうっていう同じ目標に向かって、渦中の日本、中国、台湾の3国が、もう、同じ目的に向かって、同じように、チームを組んで、そこには何の争いも裏切りもないわけですよ。まさしく音楽に国境なしでございます。本当に、政府に、そういうのに振り回されるのはいつも国民なんですけれども、少なくとも私たちが見てきた中国では問題はなかったです。本当に、皆さんのキラキラした目と、もう本当に明るい楽しそうな笑顔に迎えられて、私たちは本当に楽しい幸せな時間を過ごして帰ってきたって感じですね。もう本当にこれをもうできる限り毎年続けていきたいというか、日本国内同様ですね、中国ツアーにもちゃんと行けるように、もちろんその台湾もそうだし、これまで行ったシンガポールだったり、行ったことない国だったり、そういうとこもね、各国、ジェシーやスタントも言ってたんですけれども、もっともっといろんな国に行って、
ガルネリウスを知ってもらいましょうよと。ガルネリウスの音楽を聴いてもらいましょうと。で実際、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、もう、ファンがいるのは分かってるんだから、ね、数が少ないかもしれないけど、ファンは確実にいるってことはもう分かってるんだから、そういうところでもライブツアーができるように、みんなで頑張っていこうっていう話をしてお別れしたんですね。なので、そういうね、その今後の展開も含め、まあもちろんそのアジアだけじゃなく、ヨーロッパ、北米、南米もそうなんですけどね、できるだけいろんなところでできるように頑張りましょうねっていう気持ちを確認し、お別れしたわけです。で、そんな中ですね、飛行機搭乗までの間、お腹を空いたハイエナのような大人たちがですね、何食うかってやっておりました。私は昼間基本食べないので何も食べずに、で搭乗し、到着し、入国審査カードを書き、荷物を受け取り、親子な会話をし、帰国。無事帰国。もうね、さすがにやっぱりね、ここまで来るとみんな安堵の顔してましたね。終わったよと。無事終わったよという顔でございます。多分、この時点でレア君はもう食べうることしか考えてなかったと思いますけど、こんな感じでございました。無事帰国ということで終了でございます。長い時間お疲れ様でございました。皆様。いや。そんな私は、こんな感じでございます。帰国して、編集、等々、いろいろもろもろ終わったので、久しぶりにガンプラ作りました。差し入れでいただいていた、Q キットリバイバル版でございます。すいません、ありがとうございます。Q キットのリバイバル版でございます。昔の Q キットを今の技術で作ったらどうなるかというので、これ全く色を塗っておりませんが、そのままパチ組みをしただけで、この色分けで、簡単なパーツ構成にですが、ちゃんと、もちろん自立もしますし、素晴らしいですね。Q キットからの進化でございます。レア君がいる？レア君、試合終わって、たらちょうど終わったところでした。レア君が来そうだから終わらしました。試合お疲れ様でございました。カレー食ったんでしょうか、今日は。すみません、ありがとうございます。ちなみに、こちらは、差し入れでいただいた人形でございます。おそらくね、これ、すごいのはね、ちゃんとチャックがあって中の綿とか取れるようになってるんです。中に針金が入ってるみたいで、自由なポージングができるんですけど、あんまりこれ曲げてると折れそうで怖いんだよな。さあ、そんな感じでございましたよ。ほんとちょっと、結局3時間半ですね。いや。もう、なんか結構いいでしょ、これ。ゆるキャラみたいな感じで。本当、アーカイブ残りますので、気になる方は気になる箇所を後々、確認してください。で、今回の、お礼画像に関しましては、最初の方の前半の方の、あれは1公演目 ?2 公演目 ?1 公演目だよね。の後に撮った、メンバーの集合写真になります。はい。
いらないにかかわらず、もらってください。カレー食いました。さすがですね。ようやく日常に戻ったって感じでしょうか。なんか痛めた首は治ったんでしょうか、カレー君。いやー、ちょっとね、やっぱり3時間で収めるのは無理でしたが。すいません、ありがとうございます。ちょっとね、気づかれる方が多分いらっしゃるかなと思ったけど、気づいてないので言っておきます。今日はこの時間になっても、戻っとこう。ご飯が炊けた音が鳴っておりません。なぜか、それは終わる時間が見えなかったので、今日はご飯を予約タイマーで、炊いておりません。今日はね、もう最悪1時になるかなと思ったから、今日はね、もう焼きそばにしようと思って、晩飯は。インスタントではないよ。お湯をかけて、インスタントの焼きそばじゃなく、ちゃんとフライパンで焼く生麺タイプの焼きそばの晩飯にしようと思って。なぜなら、炊きたてご飯を食べたいんだけど、時間が見えないと、炊飯器で炊いた後、混ぜれないままね、ふんわりとしたお米ではなく、炊き上がって混ぜれないまま、べっとり重くなった米を食べなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。それはちょっと、米好きとしては許せないし、かといって、配信後、1時間近く炊き上がりを待つのは、どうにもお腹が減って困ると。なので、今日は簡単に焼きそばにします。はい。なので、ちょっとね、今日は本当何も食べてないので、お腹が減ってしまいました。はい。もう、焼きそばを堪能したいと思います。本当に皆様、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございます。頑張って短くしたんですけど、もともとね、前半動画が20分か。20分あったのを18分に縮め、後半動画は、本当にね、35分超えてたんですよね。それを一応32分ちょいにしました。あんま大して変わんなかったけどね。1時間超えてるのはちょっとびっくりしちゃったけどね。なんとか1時間以内に収めました。はい。大変でしたけどね。少しでもちょっと中国ツアーの雰囲気とか、ガルさんがどういう日を送ってたかっていうのを分かってもらえたらな、実感してもらえたらなっていうのを考えると、あんまバスバス切ってられないというか、何気ない風景なんだけど、ガルさんっぽいなっていう場面を残したつもりなので、なんかね、自分目線ではあるけれども、願わくば、ね、私の目を通して、皆さんが、ガル一行となんか一緒に行動してたような感じになってくれたらなというのが私の願いでございます。はい。写真に関してもね、なんか私の目線で私が見たガル中国ツアー、それをなんか見ることで自分もそこにいたかのような感じになってくれたらなと。少しでもね、そうなってくれたらなと思っておりますので、写真も、よっぽどなんか同じ写真が続いてるなって感じじゃない限りは残したんですけど、それでもちょっと600枚ぐらいあるから、ボツにできたのがね、30枚ぐらいなんですよ。これちょっとボケボケすぎるなとか、これちょっと意味があんま伝わらないかなとか、そういうものを積極的にボツにして30枚しか減らせなかったんですけど。できるだけ、はい、現地でね、参戦された方は、そうそう、こんな感じだったって思い返してもらいたいし、参戦したこの日、舞台裏こうだったんだねとかね、そういう風な感じにもなってもらいたいし、日本からね、応援してくれた方に関しましては、なんか心配してたけど、こんなダラダラしてたのかよ、心配して損したよみたいな感じで分かっていただいてもいいし、なんかいろいろと、ガルさんの、ガルさんの現場ですね、初日から帰国までどんな感じだったかっていうのを、なんか体感してもらえたらなと思いました。
はい。すいません。ありがとうございます。本当に、お付き合いいただきましてありがとうございました。次回配信はおそらく12月にやると思いますが、12月2回やれればなと思っております。で、あんまり年末で、なんか、みそかとか大晦日にはやる気がないので、皆さん忙しいでしょうし、まあ8日、8日じゃないや、これ11月だ。13、27ぐらいにできたらなとは思いますね。うん。どうなんだろう。どうだろうな。まあ、やれるときに配信はしたいと思います。もしかしたら、24日の夜、クリスマスイブ配信とかにするかもしれないですけど、ただまあネタがないからね、なんかクリスマスソングをベースで弾くのもなんかもうネタ的に飽きちゃったしね。まあなんか、ね、どうせ皆さんリア充でしょうから、クリスマス近辺忙しいんでしょ、私と違って。だからね、まあ、聞いてくれる人がいるんだったら、クリスマスイブ配信とかも考えますけど、どうせ皆さんリア充なんでしょ、だからね、はい。まあ、12月も2回はしようと思っておりますので、お付き合いしていただければと思います。ポンと。はい、もうこんな時間ですよ。やばい。リアサリポートは確かに見たい部分をしっかり捉えると、本当ですか？ありがとうございます。ツアー同行した気分になりました。ありがとうございます。ご写真をぜひ某 SNS 公開。それはさすがにね、それはちょっとね、私が写ってない、メンバーが写ってるものに関しましてはね、それはね、勝手に、公開するのはあれなので、はい。2ちゃんとかの掲示板に貼っときます。そんな感じでございました。スイートカウントされないんじゃなくて、日付が変わって以降、私は何も食べておりません。ここ大事。ね、昨日はスイート食べました。でも12時を過ぎて、今日日曜日は私まだ何も食べておりませんので、お腹が空いているということでございます。基本ちょっとね、あんまり、いつものことだけど、コメント拾えなくてすいませんでした。後からじっくり読み返させていただきます。私のコメントを気づいてもらえなかったとか、挨拶したのに無視されたってね、思う方いらっしゃるかと思います。毎回本当に。すいません、ありがとうございます。もう本当申し訳ない。もう終わりなんで大丈夫です。毎回読み返すたびに、この人途中で入ってきたの気づかなかったとか、いいコメントもらってたのに拾えなかったっていう後悔がいっぱいあるんですけど、はい。配信後ちゃんと読み直して反省しておりますので許してください。どうしても許せない方は、呪いをかけといてください。はい。私以外のメンバーに。よろしくお願いいたします。それでは、終わりたいと思いますよ。中川さんのベースの弦は14センチ?14 センチどういうことなんだろう。ロングスケールです。ロングスケールの弦です。はい。一番太い分が105ミリかなんか、45105だったっけなだったと思います。あんまり覚えてないけど。いわゆるスタンダードなロングスケールの弦を貼っております。はい。DR のローライダーでございますね。はい。本当皆様も、遅くまでありがとうございました。ちょっとね、時間はかかるかもしれませんが、お礼画像、アーカイブの用意もしますので、はい。皆様ゆっくり休んでください。私は、とりあえず、お腹減り、腹減り、ヘリハラなので、焼きそばの準備をまずしたいと思います。いやー、本当に、はい。ではでは。あとなんか忘れてるものないよね。味噌べは食ったし、ここかよって。いろいろね、ちょっと、今回、これしかキャスで、紹介できなかったですけど、一応ね、アーカイブに残ってないラジオの方ではいろいろと、こういうね、いただいたものね、紹介させていただいて、光る東芝とかね、
りがたいことにね。ありますので、僕も誇りかぶらないようにちょっと気をつけてやりますね。本当ありがとうございました。また一ついい思い出ができましたので、本当にありがとうございます。で、はい。日本のツアーも来年もやりますし、できれば来年もですね、またアジアの方で行けたらなと思います。で、ガルネリウスは、来月より、まずはドラムレコーディングが始まりますので、制作期間になりますが、次の国内ライブまでお待ちいただければと思います。まあ、ちょこちょこと、シュウ君もまた、個人配信とかするって言ってたし、ゆうきさんも多分、東方鍵盤 6TV やると思いますので、それぞれね、お暇な時は皆さん参加してください。私同様、皆さんの配信、それぞれ個性があって楽しいと思いますので。ではでは、終わりますよ。終わりますよ。本当忘れ物ないよな。はい。こんな感じでございました。終わって、ほっとした。それでは、皆さん本当ありがとうございました。至らぬところ何かクレーム文句がありましたら、DM 等コメントください。はい。はい。精進します。ではでは、おやすみなさい。